はい、どうも。今週もエボに配信を始めていきますということで、こんばんは、ジャルです。今日はちょっと開始ね、遅くなってしまってすいませんということで、もう今日はね、もうみんな大好きにヤンの話をしていきましょうということで、はい。お、和樹さんこんばんは、神さんこんじゃるは、サダタモンさんこんじゃるは、コメントありがとうございます。はい、島梨さんこんじゃるは、はい、来ましたね。年中。まあ、もしかしたらね、次の大型イベントかもね、みたいな話を先週したんですけれども、はい、先週の金曜日からね、来ましたねということで、かわいさん、こんじゃるはコメントありがとうございます。いやー、皆さん年中ハントしてますかね。はい。これね、漢字だと年中ってね、なってるんですけれども、英語だとね、ニアンでね、表記されているので、まあね、ニヤンニヤンと、みんな言ってるかなと思ってるので、はい、タイトルは、はい、愛媛のみかんリスペクトでニヤンニヤンニヤンにしときました。吉田さん、こんじゃるは。はい。ということで、この年中ニヤンについてね、ちょっと話をしていこうかなということで、もうね、いや、まあ、今週というか、いっぱいね、いろいろあったんで、ニヤンだけじゃないなって思ってるんではい、なんかね、話さなきゃいけないことたくさんだよなと思って、なんか、すげえとこにいる。ブックマークしとこう。ザ・スピードサックさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。きみさん、お疲れ様です。ご飯食べられましたか？ご飯は、カップヌーを食べました。カップヌードルクエスト2、今月までなんでね、最近カップヌードルばっか食べてます。かずきさん、宝箱の数すごいことだってます。いや、そうなんですよ。いや、もう今日ね、開封の儀しようと思って。もう、ニアンの宝箱開けたくて。解散、先週報告したかったんですが、教わった前の極意で1860ポイント獲得し3位になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。素晴らしいし、なんかまたマヤ来てるんで、ぜひね、また、上位を目指してください。全然ね、1万、1000とか狙えると思いますので、私今週ね、まだやってないんですけど、はい。そう、マヤの話もね、後でやろうかな。なんか、年中5があるから行きたいけど、今ちょうど年中1がいるからな。もっこさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。はい、ということで、年中ニアンの話なんですけれども、これもね、まあ、そもそもね、私効率が良くて大好きだったんですよ。もう、ニアン大好きだったんですけども、今回からね、ニアンがユミルみたいになったなと。田中さん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。河合さん、今1890ポイントで全体1なんですよ。いいですね。いや、そう、もうね、コツを覚えたらマヤはね、もう、毎回高得点取れるんで、もう、いいですね。島永さん、ニアンは資源もらえるし、スピードもらえるし、名声もらえるし、美味しすぎる。いや、もうほんとそう。そうなんですよ、ということで、はい、ニアンのね、レベル1、ね、レベル1なのにね、名声30も必要で、まあ、若干ね、強めですと、イフリートぐらいのね、強さを、イフリートよりもうちょっと強いかイフリートぐらいか。イフリートぐらいの強さがある、まあ、ニアンなんですけども、これね、リワードがね、資源ももらえて、時間系のやつももらえて、ゴールドも素材も入ってるっていうね、まあ、何でも込み込みのリワードなんですよと。で、
で、特に、今、島永さんも書いてもらったんですけど、これね、名声がね、400もらえるんですよ。これ、めちゃくちゃ偉くて、保存してあるんですが、はい。これね、ニアンの、はい、レベル1を倒すと、まあ、400ですと。これね、どのニアンもレベルに変わらないです。全部一定で400くれますと。で、フェニックス倒すと500。で、ベヒーモス倒すと450と、まあ、このベヒーモスとかフェニックスクラスの名声がもらえて、君主エキスポ、さらに、君主エキスポは、ニアンが8000で、君主エキスポ、ニアンの方が勝ってるんですよね、むしろ。はい。これもうニアンを狩れば狩るほど、名声ランキング上がるし、君主エキスポもめちゃくちゃ稼げるしっていうところがね、美味しいのと、あと箱ですね、箱ね。はい、ニアンの箱がね、これまた美味しいんだっていうことで、まあ、さっきね、レベル1を見ましたと。レベル14のね、ベヒーモス。はい、これなんか777で、食事と3時間スピードアップとかね。フェニックス。まあ、1M、実質 1M の、はい、食料とかね、各種と3時間スピードアップとかあるんですけど、これニアンの宝箱をね、見てほしくて。はい、ニアンの宝箱、これね、レベル5のニアンなんですけど、はい、これね、2M ずつ入っていて、で、各種、やっぱね、通常スピードアップより個別スピードアップの方が重要なんですよ。クエスト達成に関係してくるので。ね、6とかも、この食料、素材、食料、スピードアップ、ゴールド、もう全部込み込みなんですよね。はい。ということで、私ね、レベル1とレベル2のニアン借りまくっていて、はい。これね、レベル1、367、レベル3、201。はい。はい。このスピードアップもめちゃくちゃもらえる。その資源、スピードアップ、ゴールド、すべて美味しいですと。はい。で、名声も、君主エキスポも、いっぱいもらえますと。で、というので、もう去年というより私1年目からね、もう今年3年目に入ってるんですけど、1年目からね、ニアンめっちゃ美味しいなって言ってニアン借りまくってて、去年もめっちゃ買ってたんですけど、今年ついにこのお祝いサプライズギフト、これも好きですね、運営ね。もう最近こういう箱をね、ユミルで味を占めましたね。ユミルと、ハンターサプライズボックスに続いて3つ目の箱、お祝いサプライズギフトということで、ニアンがね、どのレベルも同じなんですけど、お祝いのサプライズギフトというものを落とすようになりましたと。はい。で、この箱の中で、ランダムにその中の一つのアイテムを入手できます。お祝い限定イベントに参加すると、一定確率で獲得できます。1日の獲得条件がありますということで、はい。このね、ラインナップの中から1個もらえますということで、安全資源箱ウルトラレア20個。ね、美味しいですね。20M がいきなりパンと手に入ります。耐える可能性がありますと。で、強化石200も普通に美味しい。文明装備のね、1回強化できますね。小さなエンブレム。エンブレムって、あのーすっごい入手しづらいアイテムなんですよ。全然出てこない。エンブレムってなかなかね、獲得できない、リワードの交換とかも単価が高いね、アイテムなんですけど、急に5個配り始めるっていうね、エンブレム、どれもいいんですけど、これエンブレムすごい大盤振る舞いだなっていう風にね、私これ見たとき最初思いました。で、24時間スピードアップ10もこれも何があっても困らないですね。はい。で、戦術の巻物20。これですよ。はい、去年のね、去年じゃないか、もう一昨年の6月に、レベルの上限がね、40から45に引き上げられたこともあって、いろんなものがね、もらいやすくなって、白レベルが36を超える人が増えてきましたと。はい。戦術の巻物がね、みんな足らなくなっているここで、戦術の巻物ね、たくさん配って、みんな、引き続き育成しろよっていう感じですよね。はい。ついに戦術の巻物自体はね、パーンとか、アグロペあたりで配り始めてましたけど、エンブレムね、配り始めたのめちゃくちゃすごいなって思ってて。はい、ちなみに、このお祝いサプライズギフトは1日35個。ユミルの
サプライズボックスと同じです。1日35個ゲットできますということで、私ね、今日までの毎日、35個ずつ取ってきましたと。で、今日はね、まだ全部取り切れていないので、昨日までで140個ゲットできます。で、今日、今14個ゲットできているので、まだね、残り21個集めなきゃいけないんですけども、はい。このね、お祝いのサプライズギフト、毎日35個なので、これもね、忘れずみんなね、なるべく毎日35個取りましょうっていうね、アイテムになってます。はい。ということで、ちょっと、熱く語りすぎてコメント見れてなかったんでコメント戻りますね。はい、サタモンさん、かまいたちレベルですもんね。いや、そう、かまいたちレベルで結構ね、私1年目大変だったんですよね。それでも頑張って勝ってたんですけど、いや、これね。いや、もうニアンはね、もう昔から美味しかったのよ。ところで、ニアンのあれが出てる5参加したい、5参加したい。やばい、足らない。間に合わない。間に合わなかったわ。間に合うか、間に合ったかな。まあ、いっか。5だけね、参加、頑張りたいんだよな。まあ、大丈夫だと思ってるんですけど。まあ、いいや。はい、5倒せた5倒せてない。なんかメールがめっちゃ来てる。読めないから後で。残念、さっきの5は間に合いませんでした。悲しみ。よいしょ。はい、さあ、コメントを読んでいきましょう。ちょっとね、可愛いニアを見ながら。はい。野上さん、初めて投稿させていただきます。前の掲示、11,270で、今のところ1です。教えていただいたことを実行したら高得点取りました。ありがとうございました。おめでとうございます。はい。そう、1万1000ぐらいね、結構いくと思うんですよ。いや、素晴らしい。いや、そう、ただね、あのーこれ皆さん気をつけていただきたいんですけど、前の掲示、高得点出すようになると、すんごい効いてきます。いろんな人が。どうやってそんな点数稼いだのって。で、ね、優しくね、教えてやっちゃったり、秘密だよって言って教えてあげると、すんごい広まるんで、気をつけてくださいね。こういう、ランキング系のやつって、環境を破壊するんで、はい。っていうのもあって、あんまりね、あのーいろんな人に教えすぎると、ライバルが増えるんでお気をつけくださいとだけ言っておきますとか言いつつね、配信でめっちゃ喋ってるんですけど、日本人の皆さんが見る場合にはいいでしょう。かずきさん、ニアンの6の宝箱が今555個ある。やばすぎる。やばすぎる。まあ、ダブルドロップとかしたとしても300以上買ってる。やばすぎる。ニアン6、うちはね、トップ同盟とのね、借り合いになっちゃうので、基本的には。なのでね、まだ85個しかないんですよね。だからこれほんとね、サーバーによってね、めちゃくちゃ違いますよね、多分ね。もう独占できるところのめちゃくちゃ育ちますよ。河合さん、和樹さん、やばすぎですね。やばすぎですよ。アネイさん、こんばんは。コンチャルはニアン美味しいです。はい、コメントありがとうございます。いや、ニオン美味しいですよね。もうほんと、もう待ってた。もうね、1年に1回楽しみなんだ、これ。もう、マサルさん、コンジャルはコメントありがとうございます。カズキさん、トップ2同盟に入った甲斐があります。いや、トップ2といい、トップ2え、トップ同盟はさらに稼いでるってことやばい。エデュアラドさん。お礼を言いたいんですが、カードイベント参加して初めてサイン入賞することができました。ありがとうございます。みんな、マヤの報告ありがとうございます。参考に、ね、なったようでよかったです。あの日もね、解説しましたし、今日の概要欄にも載せてるんですけれどもね、もう、はい。皆さんがね、見やすいように前の攻略について、解説と実践した過去の動画ということでね、概要欄にリンクを貼っておきました。私の過去の動画なんですけどね、まあよかったら見ていただけたらなと。はい。ついでに高評価していただけると、見つけてくれる方も増えると思うので、ぜひぜひ、お願いします。島永さん、特に5と6が美味しいですよ。美味しい。本当に美味しい。これ、さあ、1個で 2M 手に入って、もうスピードアップがね、本当に、もう今、スピードアップ枯渇税なんで、
いや、これはね、うまいですよ。うまいですよ。はい。このスピードアップがね、5から3時間に上がるんですよね。はい。4までは1時間なんですけど、5から3時間に上がると。はい。もうね、私はね、もうスピードアップが欲しくて、スピードアップが欲しくて、今日もね、建設したくて、はい、そう、後で話するんですけど、スピードアップの還元のためのね、建設がしたくてね、ちょっと、よいしょ、スピードアップを求めてるんですよ、ということで、なんだっけ。島永さん、同盟のビッグの人がオルトでもオートラリーを買ってニアン6を召喚しまくってます。いや、それな。ちなみにですね、うちのサーバーは、オートラリーのやつでそう召喚するじゃないですか。他の同盟に取られるんですよ。だからオートラリーで召喚したやつも、1分以内に、発射しなきゃいけなくて、私、オートラリーもちろんしてないですし、そんなに張り付いてるわけじゃなくて、結構ラリー逃してて、これね、オートラリー勢はまあ上がりますよ、今回。君主レベルと、名声ランキングめっちゃ跳ねると思う、この週間。はい。いいな、召喚してる人、和樹さん仲間に自動ラリー買ってる人が多くて召喚したものだけで結構レイドが回ってますね。いや、そうみたいですね。まあ、うちのね、同盟にも、私ね、同盟移ったんですけれども、はい、課金してる方が多いみたいで、そう、召喚してくれるんですけどね、なんか取られたりしてて。なんかね、戦国なんですよ。河合さん、ニアンの時だけでもと勧誘してくれる海外の友人がいますが、それだけ旨味があるってことですね。悩ましいですね。いや、ニアンの時だけでも上位同盟入った方がいいと思いますよ。それぐらい、はい、1年に1回の環境ぶっ壊しイベントだと私は思っているので、はい、もしね、名声ランキングとかが、ボーダーのね、狭間にいらっしゃる方とか、これ結構逃すと痛いので、はい。まあ、自分でね、いろんなとこ飛び回って、レベル1を殺しまくるとか、まあ、許されてるサーバーなんですけど、レベル1をね、倒しまくるっていうのでも全然、美味しいんですけれども、そう、もしオートラリーを買ってる方であれば、上位同盟に行った方がいいようなタイミングではあるかなと思います。ああ、カムイさん。ジャル塾生たちが軒並み高ポイント、皆さんおめでとうございますということで、カムイさん、水色スペチャルありがとうございます。ナイスパです。はい、そうですね。あのー解説したことを参考にしていただいて、皆さんのランキングがね、上がるのは、配信をしてる意味があるなと思うので、そう、成果報告ありがとうございます。月さん始まる前に押しました。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。この配信にもね、いいねを押してもらえるとありがたいです。今、高評価ありました。ありがとうございます。和樹さん、トップ同盟のオルトに名声ランキング越される。いや、そうそうそう。オルトも、オートラリーだけでも死ぬほど稼げるじゃないですかというので、最近ね、私名声ランキング、メモってるんですけれども、もう、明らかにオルトとか、この人中身変わったなっていう人がね、上がってくんですよ。で、これ絶対オートラリーに参加してるだけなんです。あのー、すげえことになってんなって思います。でも、ぶっちゃけ、オルト複数に、オートラリーの課金して参加したり、それ召喚でメインのために使わせたりとかするだけでも、めちゃくちゃ得するんで、何か専用のアイテムに課金するよりもなんか得しそうな気がするんで、はい。そう、白レベル上げたい資源が欲しいとかだったらね、めっちゃいいですよね。はい。ということで、えっと、今回のニアンでやっぱね、特筆すべきはこのお祝いサプライズギフトです。これが1日35個、ゲットできるというような仕様になっているので、これね、もう本当に皆さんね、なるべく、エンブレムの宝箱がね、こんなに手入れ入るイベント、これまでなかったので、本当におすすめです。はい。私、その仕事中にね、なかなか
この数字、ちゃんと達成してるかなまでチェックしながらやることが多分無理なので、毎日ね、夜な夜なね、世界の端っこに行って、こういうところに行って、こういうところとかに行くと、いるんですよ、ニアンが。いない。今いない。はい。大体ね、こういうところに、ほら、いるいるいる。やったやった。はい。お、レベル5のニアンだ。よいしょ。はい。ニアンがね、端っこにいるんですよ。まあ、ユミルのレベル1と一緒ですよね。ユミルの時と同じく、このニアン狩りのために、世界の端に行って、レベル1とレベル2のね、ニアンをひたすら狩るっていうのをね、やっています。必ず寝る前に、このサプライズ箱をね、あのー、30、31個以上。はい。まあ、4つぐらいならね、多分、まあ、日中ね、ちょっとラリー参加するだけでも多分稼げるんですけど、はい、もう31、最低でも31集まらないと寝ないっていうね、縛りで、はい、最近はね、プリズンブレイクを見ながら、ひたすら、端っこでモンスターを狩るっていうのをね、やっていますね。はい、ということで、お祝いサプライズギフトね、めちゃくちゃ重要なアイテムになってますので、で、これはね、レベル1、まあ、もしかしたらね、ドロップ率が低いかもしれません。レベル1の方がドロップ率が低いっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、ユミルと同じで、まあ、たくさん買ってればゲットできるんで、はい、ぜひね、こいつをゲットしていきましょうということで、今日ね、これの開封の儀をやりたかったんで、開けようかなと思ってます。島永さん、オートラリーってオフラインの時は2000スタミナまでという制限があるのですが、2時間くらい開けるだけで全然超えます。はい、なんかもうだからつけっぱなしにするって聞きましたけどね。パソコンとかでつけっぱなしにしたらオートラリーしてくれるんじゃなかったでしたっけ？神さん、始まる前に位置ついてたのが月見さんか、私2番目。ありがとうございます。いや、そう、配信始まる前にね、高評価ついててありがとう、いつもありがとうございます。若さん、今日はニアンが少ないです。どうなんだろう。火曜日、水曜日とかはね、多そうですよね。木曜日はユミルとかあるので、なんか大変そうですけど、どうなんだろうな。はい、もう、大体ね、自分たちの近くにね、召喚してみんなやってるので、意外にこういう遠方のニアンの1とか2とかはね、結構余ってるんですよね。だから私はね、美味しく、ほら、いっぱいいるんですよ、端っこに行くと。はい、だからもう、夜な夜なね、この辺をね、飼っているんですよね。はい。やっと、やっとね、これのおかげで君主エキスポがね、結構上がってきたので、まあ、2月には君主レベル42になるかな。はい。では、せっかくなんでね、月さん、神さん、今日は一番じゃなかったんですよ。いや、今日ね、私そもそも枠立ても遅かったんでね、今日ちょっとなんか開始遅くなりそうだなと思っていたので、そう、ちょっと枠立てられてなくて、はい、直前になっちゃいました。やっぱね、年末がね、年末じゃないや、年度末がね、近づいてきてということで、4クォーターに入るとちょっと忙しいですよね。はい。お祝いのサプライズギフト、毎日35個ということで、昨日までで、まあ、4日分なので、140。はい。わかりやすさのためにね、もう毎日ね、35やって、開けて、また35やってっていうのをやっていこうと思うんですよ。ということで、35の、4日分の140をね、開けようかなと思います。さあ、何出るかな？エンブレムたくさん出てほしいな。わーい。開けます。オープン。強化石4200、誠実な巻物540、24時間スピードアップ310、小さなエンブレム160、安全資源ウルトラ箱580ということで、いや、素晴らしい。素晴らしい。戦術の巻物540、マジ嬉しいな。エンブレム160も当然嬉しい。まあ、これはね、1回あたり5なので、80個分ぐらい出たのかな？ 80 個分？あれこれ、全部もらえる？なんか多くね？
そんな偏った？今140開けたよな。あ、なんか、めっちゃエンブレム出た気がする。やったー。嬉しい。いやー。はい。これエンブレム160も手に入るの、なかなかないんで、そう、エンブレムね、今、ストック502でしょ。これまたね、1500に近づいたらエンブレム、合成配信やろうと思ってるんですけども、はい、これで、よいしょ、エンブレム、どんだけ溜まった？ 231。よっしゃー。はい、合わせて700でしょ。いや、これ期間中にエンブレムかなり集まるんじゃないか。そう、もうね、ほんとね、エンブレムのためにめちゃくちゃやる価値あるんで。はい、そのところで、このお祝いのサプライズギフトね、めちゃくちゃ美味しいやつになってますということで、なんかさ、これ、本当に1個だったか？ランダムにその中の一つのアイテムを入手できる。なんか多くなかった？まあ、いっか。まあ、いっか。まあ、まあ、いっか。すげえ嬉しい。何なんだ、このイベント。はい、ということで、皆さんね、ぜひぜひ、このニアンの期間にね、しっかり、アイテムの回収と、まあ、名声の回収をね、やっていきましょうということで、よいしょ。もうね、スタミナがやばくて、もう最近ね、なるべくバイバルス使ってたんですけど、最近ね、ナサニエルグリーンをね、めっちゃ使ってます。あ、ホワイトロータスさん、はじめまして、こんにちは。コメントありがとうございます。多分その名前は X でお見かけしたことがある気がするから、一致してるかな？はい、初コメですね。ありがとうございます。あのもしご本人だったら、体調に気をつけて無理なさらずプレイされるのがおすすめですとだけ。アレックスでお世話になったらやっぱ合ってた。はい、ゲームはね、楽しくやるのが一番ですということで、無理なさらずにということを言うとこう。源の吉根さん、資源箱クリティカルが適用されたのでしょうか？これ資源箱クリティカル適用されたんですかね？いや、なんかさ、後で配信止めてみようかなと思うんですけど、なんか多かったっすよね。これ、もし2倍でドロップされたら最高に神なんだけど。はい。ということで、何がね、あるかわからないんで、技量はね、資源箱じゃないからな。これ資源箱のクリティカルなんですよね。資源箱じゃないから関係ないと思うんだけどな。はい。まあ。いや、またニアンが好きになった。素晴らしい。大学でごめん。いや。ノンさん、こんにちは。コメントありがとうございます。はい。で、これついでに、この隣の話をしなきゃいけない。島永さん、一気に開けたらバグって報酬が増える説ありますか？いや、どうなんでしょうね。いや、なんか、とりあえず、そう、一個一個開けるよりね、一気に開けた方がなんかエボニーっていい感あるんですよね。和樹さん、強化石4200。そう、強化石4200ってさ、21個分ですよね。エンブレム80個分あったんですよ。で、戦術の巻物500あったじゃないですか。もう超えましたよね、140。まあいいや。月見さん、ジャルさんの配置に足効果あるとかないとか、参考になればね。ちょっと、和樹さん、それ個数で割ってもらえると、ちょっと配信しながらだと厳しいんでせっかく計算してくれてるのありがとう。助かります。島内さん、私も70かけたらエンブレム70プラスその他諸々が出たのに気になってました。いや、なんかね、多い気がする。のんのさん、ハンターラッキーギフト2個で開けても OK 出ました。素晴らしい。いいですね。いや、おめでとうございます。そう、ハンターラッキーギフトをね、ついに集められるようになったんですよということで、このね、途中でちょっとお話ししたんですけど、先週のね、配信でちょっとお話ししたんですけれども、同盟をね、移籍しましたということで、
はい。先週まではね、この FOX という同盟にいました。で、今週からね、HME という同盟に来ています。まあ、もともとね、さらに違う同盟にいたんですけれども、まあ、せっかくのね、ソシャゲなので、まあ、いろんな同盟に行こうかなと思ってますと。その前はね、この TMI っていうところにいましたし、さらにその前は、今はもう名前変わってますけど、この SNG っていう、この前身の STH っていうところにいましたと。はい。で、私、まあ、いろんな同盟をね、転々としていて、まあ、それ以外にもね、439っていう同盟に、一時期お世話になったりと、まあ、いろんなとこで、なんかせっかくのソシャゲなんでね、まあ、いろんな人と、まあ、交流してみようかなというふうに思っていて、はい、まあ、いろんな同盟をね、転々としていますと。はい。まあ、まあ、とはいえ、なんか別に、誰彼かまず、話しかけてとか仲良くなろうとしてっていうことじゃなくて、単に、さらっとした交流だけなんですけれども、はい、いろんな同盟のね、雰囲気があるじゃないですかと、そういうのをね、見たいなと思って、まあ、参加していて、新しい同盟に来ましたと。まあ、もともとね、HME か FOX どっちか行こうかなと思っていて、両方からお声掛けもらってたんですよ。去年、の10月ぐらいから私一人同盟になってた時にね。で、まあ、なので先に FOX、次に HME っていうね、もともと予定した感じで、移籍してきましたということで、今こっちのね、はい、同盟に来ております。あ、川森さん、これまでガチャ運にことごとく見放されていた私ですが、ついにやっちゃいました。輝かしい、火災エレクトラニュースキン、無課金一撃積もりました。これがあるからやめられないです。まさにロマン。神さん、神さん、無課金プレイヤーです。緑スパチャありがとうございます。まさかのエボニーに課金せず、ジャルに課金してくださってるっていう。ありがとうございます。エレクトラおめでとうございます。いや、それね、エレクトラの話も今日しようと思ってました。マジいいなぁ。めちゃくちゃいいなぁ。いいなぁ。エレクトラは、大当たりですね。おめでとうございます。それは素晴らしい。ナイスパナイス引きです。いや、そう、なんかたまに大当たり引くじゃないですか。嬉しいですよね。いや、もう、良くないよね、ガチャね。もうほんとね、そういう風にね、脳汁がね、出るように作ってるんですよ。あ全く。いや、でも、美味しい。おめでとうございます。見逃してた。田中さん、私も早いものでニアン2回目です。美味しいですよね。いや、もうニアン美味しいですよ。もう本当に。もう去年もたくさん買ったけど、今年はもうさらに買っている。はい。のんのさん、カムイさん、ナイスパおめでとうございます。いや、素晴らしい。和樹さん、計算した結果、ちゃんと140個分だった模様。あ、そうなんだ。140個分でしたか。和樹さん、ありがとうございます、計算。パッと見多そうに見えたけれども、そうじゃなかったんだ。まあ、でも十分ですね。片様さん、こんばんは。こんばんは。コメントありがとうございます。皆さん、おめでとうコメントありがとうございます。そうそうそう。もう、ぜひね、もうお祝いをしてあげてください。リアクションとかもね、リアクションとかもできますよ。これ、私もできるんだよな。クラッカー飛ばそう。ヘボリンさん、ジャルニアン、コンジャルは、ヘボリンさん、コメントありがとうございます。こんばんはです。いやー、ニアン買ってますか？今ねもうね、ずっとニアンの話してて。そう、で、そう、このね、まあ、HME っていう同盟に来たんですけど、HME の同盟はね、最近ね、まあ、いろんなところから人が移籍していて、なんかね、急激に今育っている、同盟ですということで、アクティブの人がね、多いですね。課金してる方とアクティブな方が多くて、モンハンがね、多くて、あのー結構、そのアジア圏の人が少ないアメリカ圏の人がね、多かったりとかして、日本の深夜活発な同盟って多いと思うんですけど、この同盟結構ね、日本の午前中は結構活発だったりとかするので、はい、ありがたくね、ラリーも乗ってるし、まあ、こっちもかけてるしということで、はい、ラリーを参加するようになりましたと。で、そう、課金してる方がね、結構いるので、近くにね、高レベルモンスターを出してくれるんですよね。そう、だからこそ、このハンターラッキーギフトをね、ついにゲットできるようになりましたと。これまでね、1個しか持ってなかったんですけど、
私、先週の水曜日に移籍かな。水曜日に移籍して、約1週間弱ですかね。はい、1週間しないぐらいなんですけども、働きギフトが39集まりましたと。なかなかね、落ちないですね。ヨルムンガンドとか、フェニックスとか、ゴーレム5とかね、一応、殴ってはいるものの、なかなかね、そう簡単に落ちてくれない。でも、ね、これまではハンターラッキーギフト全くゲットできなかったんですけども、はい、ちょっとね、ゲットできるのでね、嬉しいなと。あと、ちょうどね、ニアンも始まったので。正確には、そろそろニアンの時期だから、その時期に移ろうかなと思っていたので、予定通りなんですけれども、はい。そうなんです。そう、2年前にね、移りたいなと思っていたので、そう、高レベルボスラリー同盟にちょっと移籍しないとね、その周りと引き離されちゃうかなと思っていたのもあって、移動してきましたと。はい、ということで、しばらくね、この同盟でお世話になろうと思ってますと。で、シャロン期間はこのまま居続けて、オールスターかな。またオールスターになった時に、オールスターの予選のタイミングでは、はい、サポート側に回ろうと思ってるので、また移籍してね、やろうかなと思ってるんですけども、それまでの間にね、しっかり力を蓄えて、支援がね、できるようになりたいなと思ってますと。ということで、ヨルムンガンド。はい、落ちません。落ちないよね。いいよ、いいよ。サプライズギフト押してっから。ザ・スピードストラックさん、エレクトラって移籍でかけらもらえますよね。今、かけらが37個溜まってます。あ、そうですよ。もらえますよ。はい、移籍のね、報酬一覧にエレクトラがいまして、ちなみに私のエレクトラ覚醒してるんですけど、全部移籍からですね。はい、これ、招待券で引いたことがないので、はい。むしろエレクトラを覚醒するため、エレクトラとブーディカ、あとスールとかね、はい。それらの将軍、元老院に置く将軍とかも、覚醒するために遺跡を潜りまくっているので、そう、エレクトラね、遺跡だけでも頑張れば、覚醒できます。はい。片様さん、エレクトラの新しいスキンそんなにいいんですか？エレクトラ自体が最新の射撃将軍と比べて弱体化しているのですが、それを差し引いても強いですね。持ってるだけでバフになるみたいではありますか？正確にはですね、エレクトラが強いというよりは、エレクトラは今、解説した通り、みんなが集めやすい。誰もが取れる。取ろうと思えば誰でも取れやすいやつなので、めっちゃいいってなってます。はい。私ね、覚醒してるんで、私、名刺用スキンね、一個も持ってないんですよ。そもそもどこで交換するのかもわかんない。これか、将軍か。はい。一個もね、持ってないんですよね。なので、もう、一個くらい欲しいんですよね。で、どうせならエレクトラが欲しい。ということで、せっかく、今、エレクトラの話にしたので、エレクトラの話しよう。はい。ということで、帝国の栄光エレクトラっていうのがね、新しくね、増えましたね。はい。なんか、あのーなんかストーリーにあんまり関わらなそうな感じだけど、なんかエレクトラはすごく優遇されてますよね。はい。まさかの、一人で、2回お色直しということで、前回のやつはね、使用してアクティベート、ドラゴンありの場合に、基本的にね、そもそものメインスキルがドラゴンありなんで、はい、基本有効になるんですけども、射撃兵の効力がプラス10%、射撃兵の HP が15%となってましたと。で、次の、はい、エレクトラですね。新しい帝国の栄光エレクトラは、今度は、攻撃力がね、なんと25%上がるんですよね。で、所有してアクティベートっていうのがえぐくて、持ってるだけで錠剤バフ、研究と一緒じゃないですか。これ何がえぐいって、多分今後、こんな感じで他のも出ますよね。所有してアクティベートシリーズ。はい。これはね、制約とかもそうですし、城とかもそうなんですけど、所有してアクティベートの積み重ねで戦うゲームなので、こういうのが増えてくると、またね、課金して、このスキンを取らなきゃって多分ね、なかなか、えぐいなーって思ってたんですけどそう、使用してアクティベートって結局将軍を使わなきゃね、あの
別に意味ないんですよ。今、片様さん書いてくれたように、エレクトラってもはや型落ち将軍になってきているので。でも、これは、持ってるだけで射撃兵と工場兵器の攻撃力が上がるんで、弱いわけがない。これね、すごいの出してきたなと思ってます。で、ね、かつね、火力がね、射撃の攻力25%も上がるので、めちゃくちゃ強いですと。で、私ね、バーブでエレクトラ使って、で、シージもね、混成で入れたりしてるタイプなので、これね、欲しいんですよね。はい。前回のエレクトラよりも、もう、はるかに欲しくて。はい。なので、これ、ヒーコ。TC88B ハルさん、自動ラリーの検索って範囲どれぐらいなんですか？ 150 メートルぐらい呼び出さずに検索してしまいそう。私、やったことがないからわからないですけど、皆さんどうなんですかね？この土地とかって、まあ、おおよそ100いかないぐらいですよね。100前後ぐらいか。これ107だもんね。あんまり遠いとこだと検索しないんで。よいしょ。お、5を立ててくれてる。わーい。そもそも、検索と召喚って別なのか？私、そう、知らなくて、検索ボタンを押すと出てくるようになったのかなって思ってたんですけど、そういうわけじゃない。水曜アグロペとかもおるんだ。そう、なんかね、検索すると出るようになったって聞いた気がするんですよと。なので、これ、もう検索っていう機能が存在しなくて、なんか、召喚、近くに基本的に召喚するものだと思ってました。やっぱり100キロ以内で召喚されます。やっぱそうですよね。なので、そう、やっぱ検索じゃなくて、今召喚に変わったんですよね。いや、これすごいな。これ、10ってなってるのは、これ、1ヶ月10、毎日 10？ もうそれも分かってなくて、でも、なんか結構頻繁に出してくれるから、これ毎日10なのかなと思っていて、ぶっ壊れてるなと思ってるんですけど。片様さん、エレクトラそれだけ世界で使えてるからスキン第2弾が出たんでしょうか？そうだと思います。いや、結局、使ってる人が多いから、なんというか、あと多分ね、好きな人って、その自分の推しをね、良くするために課金をすると思うんですよ、ということで、あのーエレクトラ人気が高いから、これの新しいスキンを出して強くしとけば課金してくれる人が増えるかもしれない。これまでしたことない人が課金してくれるかもしれないっていうのも狙ってだとは思います。はい。で、日々ね、増えてく将軍の中で、まあ、エレクトラ、その中ではね、それに適している将軍かなとは思うので、はい。まずね、何より配ってますからね。はい。課金してる人にね、たくさん課金させるよりも、課金したことない人を課金させる方が価値があるので、そう。こういうね、裾野をね、広げるようなね、取り組みはね、運営として正しいなって思いますよね。はい。ちなみに、名称エレクトラのスキンの確率は0.2%です。大体のやつ0.4%とかなんですけど、さらに出づらいので、さっきね、引いたカムイさんはめっちゃすごいです。みんなコメントありがとうございます。毎日10回、毎日10回そんなん召喚しどくじゃん。やば。だからみんなこんな出すのか。なるほどね。いや、そうだよね。いや、これ月10なわけないよなと思ってたんですよ。毎日10か。いやさ、まあ、そうなったらさ、課金者の多い同盟が有利だよね。そう、これもうね、単純に人数が多い、アクティブが多い、課金してる人が多いっていう同盟と、まったり同盟の格差がやばくて、いやー、そう、もう、これはね、まあまあ、どっちに転ぶかなって感じですが、まあちょっと言及は控えよう。はい、近いところにもともといるとそこに引き寄せられます。近くにいない場合は召喚されます。なるほど。はい。ノーマルボスだけ近くの
召喚すると同じ座標で表示されてもったいないです。ああ、なるほど、なるほど。すでにいるのにっていうことか。同盟メールで召喚は一人ずつっていうメールが来てました。まあそうですね。めっちゃ無駄だしな。もっかんさん、一度課金してしまうと財布の紐が緩みがちに。いや、そうですよね。いや、というか、一回オートラリーに味を占めたら、もうあの頃には戻れないですよね。ねえ、わざわざ検索というか、こういうね、マップをね、スクロールしてとか、もう、大変じゃないですか。ねえ。で、やってない間に資源増えてるんでしょ？これ一度やめた時にもう、なんか立ち上がれなくなりそうな気がするなって、出た時から思ってましたが、まあいいや、やめよう。この話をしすぎると。別にネガキャンしたいわけじゃないから。体感150キロ以内。なるほど。ザ・スピードアタックのエレクトラを実体化させると将軍数いっぱいだから、誰を加減するか迷いますよね。もう将軍枠は厳しいです。もう今私も125分の124になっちゃいました。はい。もう制約で埋まりに埋まって、はい。前の、ちょうど先週かの配信で、ね、最新の将軍はなるべくその時に取るように、変えましたっていうのでね、宝庫を取りましたっていうのが先週かなんかに言ったと思うんですけど、はい。今回もね、張飛をね、ゲットしておりますということで、張飛はね、比較的、優しいね、ラインナップだったので、はい、全部ね、解放できそうなので、全部ね、解放したいなと思ってるんですけども、制約の石が足らないんですよね。辛すぎる。で、張飛をね、取る過程の中で、ベイオウルフをゲットしましたということで、行軍速度をね、上げたかったらね、ちょうどいいですね。はい、このベイオウルフの行軍速度まで有効にするために、わざわざローランドを出したんですよ。私、ローランド使ってなかったんですけど、で、将軍枠がね、また埋まりましたということで、将軍枠辛すぎ問題。で、ベイオウルフがね、召喚されたので、封印してたけど、マーリン様かな。はい、マーリン様全部いけるやんってなったんですが、まあ、もうね、私は、ボーガン君と、もう名前覚えてねえや。アルジャーノンだ。はい、アルジャーノンとね、心中するって決めたから、もう、はい、マーリンには戻らないんですけども、はい、もうですね、制約の石がね、もはや今は足らなくて、制約の石、ついにいなくなり始めて、つらーってなってます。サータモンさん、横取りが多いので、ヨーロッパ勢の寝てる時間帯に召喚してます。そう、うちもそう、横取りがね、起こってるんですよ。まあ別にね、ネームプレートがついてるわけじゃないから、ね、あと、その、検索あのーゲーム外検索がね、可能なのでね、見つけられちゃいますよね。はい。まあそもそもね、トップ同盟、上位同盟の近く見てれば召喚したなって言って、横で別に検索のツールなんか使わなくてももうわかるんだもん。索敵してりゃいいんだもんな。そう、横取りしようと思えばね、し放題でね、なかなかえぐいシステムになってますよね。はい。サータモンさんのコメントは、読み上げはやめときます。トップ同盟といつもダブルスコア以上の差が出ます。おーほほ。当園の誓い揃いましたね。いや、そうなんですよ。劉備だけ、すんごくしんどいんですけど、そう、関羽とね、張飛がね、出ましたね。劉備ってあれですよね、上位担当官でしたよね、確かね。ででん。劉備。訓練所の担当官を務めている場合、歩兵の攻撃力防御 HP が15%アップし、敵の射撃系と工場兵器の防御力が10%、そうですね。第3世代、担当官ですね。はい、もう劉備は無理よ。東園の誓いしたい。劉備が欲しい。はい、が、ついにね、三国志の武将が揃いましたね。蜀の武将が。制約の意思告発しますね。告発しますよね。あ、河合さん、マーリン、美食カーニバル8000ポイントで毎回交換するために頑張ってます。そう、あれね、しっかり毎日上限まで稼ぐとね、マーリンゲットできる設定になってますよね、確かね。
はい、エピック将軍を配ってくれる機会、まあ、配ってくれるは言い過ぎなんですけども、取得できる機会って限られているので、素晴らしいですね。ぜひぜひ頑張ってください。のんのさん、私はボットもサーチも使ってないのにユミル借りまくってたら、ボット同盟にワールドチャットでボット言われたので、定期的にワールドチャットで煽って喧嘩売ってます。お前らが言うなよってやつですね。のんのさんのサーバーって私一回当たったとこだっけマジで、マジですごいボット同盟ありましたよね、確かね。なんか通報してくださいって言ってたような気がするんですけど。モコさん、将軍を解約したら制約の意思を少し変換してほしいです。あ、そう、制約をね、反映してるね、将軍をね、やったとき。まあでも、それは難しそうな感じが、制約も返してほしいですよね。ルーン8割バックしてくから、制約も8割バックしてほしいですよね。サータモンさん、一回レード購入したら見られって意味ですよ。いや、もちろんもちろん。もちろんもちろん。そうですよ。ちょっとね、状態化してね、依存性がね。ザ・スピードストラックさん、将軍 DB 作ってください。モンハン将軍、PVP 将軍、担当官や制約など、どの将軍を残した方が効率なのか分かるようにしたいです。それはどうだろうな。結局、すべての将軍をみんながゲットできるわけじゃないから、効果が薄そうな気はしますけどね。自分が持っている手持ちと枠次第じゃないですか。ちなみにね、エボニーウィキさんに、どれが強い弱いはあった気がします。制約のとこまで書かれてたかな。あんまり、そもそも将軍は、使い替えないので見ないんですけど、最適効率は、最適効率を目指せるのは多分本当の上位だけな気がしますね。手持ちで勝負するしかないのが、無課金、美課金だから、机上の空論になっちゃいそうな気がしちゃいますね。島柳さん、あとは馬長と甲州でごっこ将軍が揃いますね。懐かしい。甲州って弓将軍だよな。馬長は、三国無双で金の槍を持ってた気がする。ヒカさん、コンジャルは誰の制約将軍か分からなくなるから逆引きできるように調子。それはめっちゃ思う。誰だっけな。誰か引いたとき思ったんだよな。そう、こいつ捨てていいんだっけがわからないんですよ。例えばね、このね、さっき酒場にも見ましたけど、この鉄球くん鉄球くんって解約していっけな、レベル24だし別にいらないか、みたいな風に思ったんですよ。でもこれ、そう、昨日ね、そう、124になっちゃったから、なんか捨てるかって考えた時に、これ鉄球くんいらなかった気がするな、みたいな。もう防衛官としてね、もう使えることも絶対ないからって思ったんですけど、こいつね、ジャヤバルマン先生使ってるんですよね。まあ、ジャヤバルマンさんね、3つしか使わないんで、別に彼落としても多分なんとかなるかなとは思ってるんですけど、でも、わざわざね、関係ないやつたくさん強化するのも、私ね、もちろんジェム強化しないんで、ゴールド強化なので、もうこのゴールド強化ってね、辛いじゃないですか。めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか、これ。総合プラスじゃないと保存しないっていう、その選択を求められる。これまたすんの嫌だなって。はい。もういざとなったらね、本当に枠足んなかったら、この3つ目なんて2人とかでなんとかなるんで、ね、消すんですけど、ここに3人は必要ないんですけど、でもそう、逆引きね、できるようにしてほしい。そう。さっきの DB の話、逆引きできるような仕組みは、確かにめちゃくちゃ価値ありそう。これはね、偉い人作ってほしいですね。これはね、逆引きは確かに私もすごく困る。まあ、ただ、どっちみち結局ね、解雇、あんまりしないんですけどね、本当に必要に迫られない限り。だって、あの新しい将軍が出た時に、
解雇したやつ、やっぱり使うじゃんってなったら、なんかまた育てるのももうすごいだるいので、そう、もうなんか解雇できなくなっちゃったんですよね。そこが辛いですよね。まあもうすでにね、将軍枠が埋まってきたので、結構いろいろ対処しなきゃいけないんですけど、まあ、属州都市のね、やつらとかはね、まあいらないのが結構多いので、もう捨てるかって思ってるんですけども。はい。でもフラウィス・アンテニウスはな、なんか確か使われてんだよな、製薬に。いやー、もうほんとね、どうにかしたいです。もう何の話したっけ忘れちゃった。思い出した。そう、同盟を移籍しました。新しくね、HMB でしばらくやっていこうかなと思っています。はい。ただ、まあ次のね、同盟移動はオールスターの予選が始まる4月ですがね。はい。オールスターのね、予選がね、4月から始まりますと。で、予想通りでしたね。はい。文明の衝突のシーズンが終わりました。26日で文明の衝突決勝参加された方はお疲れ様でした。はい。で、ということで、昨日ね、1月27日にアナウンスがありましたけれども、ここからね、シーシーズンが始まりましたということで、シャロンですね、のシーズンになりますということで、今ね、コンスタにはアルティメットボーの、帯がね、ついておりますということで、今回はね、大陸がね、分かれた感じで、ランキングがね、はい、なりますので、赤い羽をね、目指している方は、今回ね、ちょっと狙い時かなという感じですかね。はい。まあ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 、でもね、きつい戦いなので、皆さん無理なさらずにということで、このコンスタ、今回のシーズン86、4ラウンド通して、この成績によって、シャロンのね、組み分けが変わってきますよということで、まあ、シャロンのバナーはね、まだ出てないですね。よいしょ。はい。こっちに出てるかなカタルームの中に、データ更新中、後でお試しくださいということでね、新しいね、シャロンが予定されていますということで、はい。次のやつ、これかなシュメイ、これで合ってんのかなあれなんかお知らせあった気がする。お知らせ見に行こう。河合さん、制約はその将軍を使うときのみ有効なんでしょうかそれともベースのバフアップになるんでしょうかあ、制約見ていただくとですね、金色のアイコンがついているんですけども、はい。これね、当該将軍のみ有効、全体的に有効っていうね、2つ書いてあって、この金色の全体的に有効ってなってるやつ。はい。これは全体に有効です。なので、このイシュトバーンオジなんかは、はい。この協力製薬のやつが工場兵器の訓練上限。これがね、つまり研究と同じ。持ってるだけで10%上がる。で、まだ開けられてないんですけど、新興製薬、工場兵器の防御力プラス5%。これは持ってるだけでプラス5%されるということで、この黄色のやつだけはね、全体バフ、研究と同じ効果ですね。マッカさん、質問です。属州の将軍も赤星にした方が良いでしょうかはい、ですね、こだわるのであれば赤い星にしていただく方がいいと思います。例えば、仏ビさんなんかは、こいつね、私今、実はちょっとずつ育て始めているんですけども、はい、やっぱね、デバフが、かなり効いてくるようになりますと、属州都市のね、市長は、ちゃんとメインスキルの効果、メインも特性も効果発揮するんですよ。なので、この参戦する際にね、敵の部隊の防御力が10%ダウンしますだとか、メインスキルを赤い星にすることで、どんどんね、デバフが上がってきますので、このね、デバフ目的のために、赤い星をね、つけていくのがおすすめです。それどころか、特性もね、つけるのがいいですね。だいたい2個目とかがデバフがついてるんですよ。敵軍の攻撃力マイナス1%ね。こいつもついてますよね。はい。その他はね、ついてないんです。3番目はついてないんですけど、1番目、3番目ついてないんですけど、4番目でね、またついたりするんですよね。はい。仏道さんすごいんですよね。敵の経営攻力3%、2%、2%みたいな。工場兵器の防御と HP 下げるのレアですよね。はい。全部でめちゃくちゃ下げてくれるっていうね。はい。まあ、ここまでね、手を出せるのは、もう、その、計44とかね、45とかね、天井人じゃないと無理だと思うんですけども、まあ、少なくともね、2個目の特性は比較的楽なので、こういったところはね、上げても良さそうですよね。ということで、私はね、いくつかの将軍は、はい、特性もね、ちょっとずつ上げ始めたりとかいうのはしていますね。
片様さん、一番変態を作成するのがめんどくさい。兵オール1万とか1000とか設定。あ、それはできますよ。そう、和樹さんがね、書いてくれてる。まあ、せっかくなんでね、サクッとできるからやるか。これね。はい、私、蛮族とかの時にね、よく使うんですけど、このフルティアとかね、このフルティアっていうとこ長押しすると、いくつで組みますかっていうのが選べるんで、はい、私ね、蛮族の時はね、30フルティアにするんですけど、これでパーってやると全部30ずつで埋まるので、おすすめです。3000に戻しとこう。よいしょ。最近はね、3000で使うことが多い。はい。こんな感じで、はい。この前のね、この前、年末かな ?12 月のアップグレードでね、これ増えたんですよ。はい。戦力優先だったら単純に上から埋めます。1はラリー用の1兵です。フルティアっていうのが、はい。すべての持っているやつを、この設定した数字で揃えるっていうやつです。はい。なので、はい。その機能はなんと実装されました。ノアウイさん、久々に文明装備の強化をジェム使って強化したら強いボス狩りでかなり負傷兵いりました。ああ、いいですね。おめでとうございます。あのーバフの効果、すごいですよね。あのー例えば、このちょっと陣機を変え忘れたりとかすると、めっちゃ負傷したりしません？はい。私、蛮族とかでよくやるんですけど、はい、ボスモンスターもね、ギリギリ倒せるやつとか、ちゃんとね、その陣機揃えなきゃいけない。やっぱこのパーセントバフ、ね、10%、20%変わるだけでも全然違うので、はい。なので装備の強化って重要ですよね。はい。3時間スピードアップ取っとこう。あれ、今ね、なんか流れで、これ話さなきゃいけない。もう今回ね、話すこといっぱいあったんだよ。で、まず、そう。なんかね、いっぱいあっていっぱいあって、どれを行こうかな。どれに行こうかな。春闘カーニバルな。あれシャロンのお知らせどこだっけ？シャロンのお知らせ保存し忘れてんのか。はい、これだ。シーズン11カタラヌの戦いということで、はい、1月31日のコンサからね、6大陸に分かれて、やりますよっていうね、はい、いつものね、コンサの案内になりますと。で、大陸ごとのね、ランキングに応じて、シャロンがね、カタラ、カタラウヌムってね、呼びづらいんでシャロンって言わせてもらいますけれども、シャロンのね、やつが決まりますよという風になっておりますということで、まあ、おおよその概要のところはね、いつもと同じですね。トップ256。はい。コンサの今回からの、4ラウンドの結果で、トップ256位に入ったらメジャーリーグ。257から1280まではエリートリーグ。それ以外は全部ジュニアリーグということで、いつも通りのね、組み分けになっておりますと。はい。で、カタラヌームの戦いはね、ちょっと前からね、日曜日に開催されるようになりましたということで、はい、そう、このね、シャロンのシーズンはね、水曜、土曜、日曜っていうね、戦場だらけで結構大変なんですけども、はい、同盟全体にね、リワードが入る、イベントなのでね、はい、個人戦ではなくて団体戦ということになっております。はい、で、今回はね、この HME という同盟で、これにね、参加していこうかなと思っています。で、ローランっていう、やっぱ栄光の城が手に入るようですね。全同盟合意する際に歩兵と騎兵の攻撃力プラス15%、全同盟の研究速度プラス10%、全同盟の功績最終速度プラス20%ということで、最終ガチ勢の方はね、嬉しいあれですかね。にはまあ後ででいいか。はい、ということで、もうすでにね、見えてますね。この宝箱のこいつです。はい。研究速度プラス10%、最終速度、鉱石最終速度20%、歩兵系の攻力15%ということで、はい。このローランっていう、同盟としかね、手に入るみたいですね。なんか宇宙みたい、グレートマスターエピックだって、かっこいい。
はい。まあ、こんなところでですね、シャノンがね、また、始まりますので、ぜひね、頑張っていきましょう。リワードがね、美味しいですよね。はい。メジャーリーグにもし入れると、このね、レアな重血の結晶とか、エンブレム、ジュエリーネックレス、この辺がね、いっぱいもらえるんでね、お得ですね。特に重血の結晶。これがね、重血の結晶もゲットしづらいんで、はい。ぜひ欲しいですよね。重血の結晶ね、手に入んないんですよ。あ、ここの辺からエリートリーグでも手に入るぞ。あ、エリートリーグでもちょっとは手に入るわ。40、250、256位。重血の決勝、あ、でもメジャーリーグ行ったら確定で100以上もらえるもんな。重血の決勝欲しい。はい、ということで。はい、シャロンが始まりますんでね、頑張っていきましょうという感じですね。片様さん、本当だ、携帯だと気づきにくいのかな。長押しとは、和樹さん、ジャルさん、ありがとうございます。ああ、よかったです、よかったです。はい、これ本当に去年、去年変わった仕様変更の中でもトップクラスにいい変更だと思います。のんのさん、グロリーアリーナで攻撃で勝てて防衛で負けることが今回からあります。バフや部隊転も変わることあってどんな仕組みになるか不思議です。あれ、部隊転員、これ分かりづらいんですけど、ここの人気の部隊転員ちゃんと参照するんですよね。なので、この人気をちゃんと変更しなきゃいけなくて、バフ参照しないよとか言ってるバフって、この往生バフは参照しないんですけど、人気バフはね、ちゃんと見るんですよね。そこ気をつけなきゃいけなくて。私もね、これをね、変更ちゃんとせずに、変態を保存したせいで、なんか攻撃と防御で、部隊定員数が違うっていうのを気づくみたいなのね、あって、ね、なんかやり直してとかいうね、すごくめんどくさかった覚えがあります。あの、そう、わかりづらいんですけど、往生バフだけ効かないんですよね。よいしょ。年中さっき出してなかったの出そう。はい。この同盟に移ってですね、今までスタミナあんまり消費してなかったんですけど、はい。まだね、1週間ぐらいなんです。来て。100スタミナのスタミナがもう200なくなって、やべえなってなってます。あ、なんかフルティアで送っちゃった。これすげえはい、さっきね、フルティアの解説をして、私、フルティアのままになってたんで、フルティアで送ってますね。これね、めっちゃ負傷して帰ってくる、多分。無駄に負傷兵作っちゃうわ。まあ、いっか。まあ、いっか、戦力上げなきゃいけないし。はい、軍隊のね、軍隊の招集の、この戦力アップ。はい、これね、回復しても、この戦力アップにカウントされるんで、で、負傷した時に別にポイント減らないんで、はい、負傷兵出してね、これ上げるのは効率的です。効率的というか、無駄に戦力を増やさず、絶対戦力を増やさずに、これを達成するときには負傷兵出す方が効率よくて、今ちょうどね、回復のスピードアップ期間なので、はい、よしとします。ザータモンさん、最近ドラゴンレベル12を3体以上にしてドラゴン飛ばせるようになったんですが、所有してればバフ考慮されるで良いですよね。お、あのーミラクルのやつですね。あ、おめでとうございます。これかな。はい。多分これですよね。静電流域ってやつ。はい。書いてくださってる通り、所有してアクティベートなんで、もう持ってるだけで効果発揮するので大丈夫です。はい。これをね、設定することで警戒されたりすることもあるので、はい。まあ、かっこいいからね、つけるっていうのも全然ありなんですけども、はい。つけずにね、効果を発揮するので、はい。所有してアクティベートなので、持ってるだけで問題ないですね。月見さん、ジャル先生、福袋ってなんかふわっと、そう、それも話しようと思ってた。いや、福袋はいいイベントですよ。これはね、私が課金してたら課金したくなるなーっていうイベントでした。さあ、タモさん、そうで、少しでも油断さ、そう、油断させるためにはね、そう、弱く見せた方がいいから、はい、そうなんです。このドラゴン竜気わざわざね、つけない方が、もうドラゴンね、飛ばすやつじゃない方がね、いいですよね。
さらに言うとね、PC 版のね、城にしない方が良かったりとかね、いろいろありますよね。さてさて、シャロンの話は見ました。で、仕様変更シリーズをね、先にちょっとやっていこうかなと。エレクトラの話はしたからいいや。はい。新しいね、エレクトラが出てね、素晴らしいと思います。あと、なんか VIP がね、報酬が上がったみたいですね。あとね、なんかニューニューってついててね、若干わかりづらかったんですけど、はい。はい、VIP パッケージアップということでね、VIP の、なんかスペシャルパッケージみたいなやつのね、ラインナップが変わったみたいで、昇格がね、しやすくなったみたいですかね。はい。アレスの血はどれぐらい配ってくれるんだいって感じですけどね。はい。いくら将軍引いたってアレスの血が足らなかったら無理なのよっていう感じで。はい。で、この画面ね、このニューっていうのがつくようになって、ちょっとだけ優しくなりましたかね。このニューってつくのが、このレベルから新しく増えるやつだよっていうのがね、ちょっとわかりやすくなりましたね。はい。これまではね、違いをね、見比べていたんですけれども。はい。例えば16になったらね、名誉伯爵と、新しく全兵士の HP ってやつが増えるよ。17になったら、名誉公爵ってやつと、無料建設チームの使用数、全兵士のゴイルが15%アップする、増えるよっていうことで、新しいレベルで増えるバフっていうのがね、見やすくなりましたね。はい。で、このプレミアムパッケージっていうのがね、なんかラインナップが良くなったみたいで、なんかでも240とかもらえるんだ。偉いね。240と足らんけどな。はい。そんな感じ。で、文明カード、これね、文明カードね。パッと見、交換できる、マジって、そんなことありえるかと思ったんですけども、やっぱありえなかったですね。同じレアリティ、かつ同じ素材の交換しかできないみたいなね、ことを書いております。この同じレアリティ、同じ素材って、つまり、そう、これカード自体に、あ、引いてなかった。よいしょ。カード自体に、なんだっけ、レアリティのね、違いがありますよね、ということで、この、紫とかね、青とかね、これが同じ、あと素材、こう素材っていう表記が分かりづらいですけど、これも、よいしょ。多分これですね。シルバーカード、ゴールドカードみたいなね。はい。この辺のね、ところを言ってると思うんですけど、これ一致しないと交換ができないっていうことは、つまり別に雑魚カードを、その、オルトがたまたま引いたレアカードをシャークトレードできる。その、一方がお互いに有利なトレードみたいなのができるというわけじゃなくて、あくまで同じレアリティ、神々は神々としか交換できませんよ。みたいなね、そういう仕組みのようで、そもそも持ってないのが欲しいんじゃいっていうね、私みたいな、人には、全く関係なかったなという、機能でしたね。はい。ということで、なんか、やっぱり怪我して帰ってきた。そらそうだ。そう、これね、フルティア設定してるとね、この事故を起こすんで、ちゃんとね、この変態のとこからね、こう、左下をね、一人の兵士にしとかないとね、無駄な事故を起こすんですよね。はい。で、なんだっけ。はい。あと、まとめ買い特典イベント。これね、うちの同盟でもね、課金してる方がいらっしゃいました。この激特イベントの一番右にね、新しいイベントが来たんですけれども、これなんかね、5日間買うと、この真ん中のね、次戦豪華なアイテムということで、将軍抽選宝箱っていうのか、文明装備抽選宝箱っていうね、このどっちかが選べますと。で、この赤い宝箱ってかけらになっていて、5日間ね、連続で買うと、これがね、真ん中のやつ、どっちかがちゃんとゲットできるということのようですと。はい。今日ね、これについて AC で喋ってる人がいたんですけど、これ、で、もう全く見てなかったんで、見てみたんですけど、これ、下一択でしたね。そう、将軍抽選宝箱って、これ担当官って、これ、劉備とかがいるならわかるんですよ。劉備とかがいるならわかるんですけども、これ第二世代担当官なんで、そんな強くないんじゃねっていうね、感じですと。で、エピック歴史の名称の引き換え書プレミアムなんて、もう確率を見てくださいというところなんで、はい、このね、
将軍抽選宝箱を選ぶより文明装備抽選宝箱ですね。これを選んだ方が、いいかなっていう感じがしますね。王権のかけらはね、1個なのか3個なのかっていうね、ここのね、大当たりが全然違いますけれども。はい。まあこれもね、まあえぐいですけどね。5日間頑張って集めたのに、1M ゴールド25とか出た時にはブチ切れそうになりますよね。はい。全くもって優しくないなとは思うものの、大当たりが入ってるだけこっちの方がいいかなっていうふうに私はね、思いながら今日、説明を聞いていました。はい。ということで、なんかね、毎日、このパックを購入すると、最後にこのね、文明装備抽選宝箱っていう、王権のかけらゲットチャレンジがね、できるみたいですね。はい。ということで、運営はね、王権のかけらが全然手に入んないよという文句についに対処し始めてるなっていう感じがしますよね。はい。で、今回のイベントの目玉だと思います、福袋大激戦イベントっていうのがね、新しく始まったんですけど、はい、これね、わかりづらいので、実演しようかなと思って、今日の分、あえてやってませんでしたということで、今、これね、まず、すでにね、4日経っちゃってて申し訳ないんですけれども、毎日10回引きましょう。毎日ね、1万ジェムかかるんですけど、毎日1万ジェムかけましょう。はい。通常のモンスターハントと資源採集で、20個10個の合計毎日30個手に入りますと。で、実はこのスピンを10回やるとですね、このね、上の宝箱からこの福袋がね、ゲットできるようになるんですと。はい。で、この福袋を使って、この下のアイテムを開くことができるんですよ。はい。で、私はね、今461溜まっています。で、今日まだスピンしてないんで、後でスピンしますけれども、これをスピンすることによって250までね、行くので、またゴールドラッキー福袋が90個もらえますということになっています。はい。で、で、この真ん中に出ている袋が結局当たりが入っている袋なんですけども、これがね、またいろいろ種類があるんですよ。この栄光の金枝とか、ジュエリーネックレスとか、戦術の巻物とか。ね、これジュエリーネックレス、同じジュエリーネックレスなんですけど、こっちは40で、こっちは80。で、これね、すごくわかりづらいんですけど、このね、金枝の栄光パッケージ1、金枝の栄光40点に入るんですけど、その下のね、ラインナップがね、ちょっとしょぼいですと。で、こっちは、この、金のね、いわゆるそのメダル、交換メダル相当のね、このアイテム、スーパーラッキー、ゴールドラッキー福袋みたいな名前になっててね、もう福袋がね、名前が被ってるからね、わかりづらいんですけど、このコインだと思ってください、コイン。はい。コインです、コイン。はい。これ購入するためのコインなんですけども、はい。コインがね、これ1296必要なやつ。あ、間違えた。ジュエリーネックレスで話しないとダメだ。そう。360のジュエリーネックレスだと14個もらえます。でも中のラインナップがちょっと違います。はい。強化石600、賢者の石300とか入ってるんですけれども、これが4倍の1296の福袋になると、ジュエリーネックスは4倍どころじゃなくて80個入っていて、中のやつも、賢者の石750とか、資源箱ウルトラレア150、3時間スピードアップ1000とか、結構中が豪華になってますということで、結構ね、その、袋の目玉商品とその下のやつが、変わってきますと。なので、どれがね、お得かって、結構、簡単には計算できない感じになっていましたと。で、なんかね、初日は、なんかすっごい効率いいのばっか出てた気がするんですけど、なんかどんどんなんかしょぼくちょっとなんか、実質値上げみたいなこと起こってんなっていうのが感覚があるんですけれども、はい、一応ね、この詳細というところにいつもの確率がありますが、はい、まず、当たり系でアレース、戦術の巻物、エンブレム、秘宝、ジュエリー、軍事戦術、栄光の金枝のレベル1から2、3、4までね。はい。なので全部で4段階のレベル、アイテムの種類が1、2、3、4、5、6、7。はい。7種類4段階のレベルのね、この福袋が出るようになっているようですと。はい。で、金額がね、なんか3000のものがあったりだとか、
なんかまちまちで、まあ、もしかしたらね、この種類によってもう変わってくるような気がします。で、また金額によってこの中身、お供の中身も違うというような形になっていて、毎日このスピンをしたり、モンハンや資源を回収することで、この金のゴールドラッキー福袋を貯めて、はい、この当てたこの特別なパッケージを交換しましょうねっていうイベントになっています。はい。なので、もう、まず、このゴールドラッキー福袋をね、まず集めなきゃいけないんですよ。で、結局この上の、そのスピンボーナスのゴールドラッキー福袋が結局これを集めるのが効率いいので、こことこの先どれぐらい稼げるかをよく考えて、どれと交換するかを悩まなきゃいけないので、結構大変なゲームです。で、なんかね、0.09%。はい。エボニーの中でもめちゃくちゃ低い確率なんですけど、これ10の祝福1ってなってるんですけど、この10の祝福がね、パッケージになってるので、パッケージ相当のやつがね、いきなりゲットできるっていうね、なんか本当にそんなことすんのっていう感じのやつがありました。はい。もし10の祝福0.09%引けたら、ゴールドラッキー福袋が1200手に入るみたいですね。はい。ヒカさん、福袋大解約して大ブーイングです。あ、やっぱそうですよね。解約しましたよね、これ。なんか初日めちゃくちゃうまくて、こんなん課金しどくじゃんみたいな雰囲気だったんですけど、途中からなんか絶対実質値上がりしてて、何それみたいな。昔ありましたよね、この邪悪なドラゴンとの死闘。これも、全部行った後の50以降の報酬がめちゃくちゃうまかったのが、解約した事件があったんですけど、福風呂大激戦も最初設定ミスなのか、めちゃくちゃ、この出てくるやつの効率が良かったんですよ。はい。ただ、なんか昨日とか一昨日あたりから、なんか、あれめちゃくちゃしょぼいのしか出なくなったけどってなっていて。ミロさん、こんばんは。昨日から福袋の必要数がすごく多くなった気がします。そうですよね。やっぱそうですよね。そう。この必要なこの福袋数に対する、中身がしょぼくなってるんですよ。はい。ふざけてますよね。あのなんていうか、そういうね、汚いサイレント修正、マジでやめてほしいですよね。はい。まあ、ちょっと、まあ、とりあえずね、実演していこうかなと思うので、まあ、この145のこの戦術巻物パッケージはまあ、交換しなそうなので、取り除きます。はい。ここにね、5個しか貯めておけないんですけれども、新しく引いたときに、この真ん中のね、福袋がゲットできる可能性があるので、空きをね、作っとかなきゃいけないんですよ。だから、ここの下選択すごく大事。で、ジュエリーネックレスもね、いいからな、悩むな。1296はね、集まらないと思うんだよね。今461でしょ。で、資源採集がやると465までいきます。465までいって、残りのやつで90、100、190、315、465。465で、今日でも465になるから、800、930。私の、ゴールドラッキー袋は、基本的には930が最大値っぽいので、もう1296はそもそも買えませんというので、もう捨てよう。はい。ザ・スピードサラクさん、福袋全部入れ替えちゃうと中身見ながら入れ替えないと損するんですね。いや、そうです。そう、これね、中身が実はいいやつだったりしますと。まあ、ただそもそも高くなってるので、初日のやつを実は取っとくのが一番でしたっていうね。クソ仕様っていうか、まあ、なかなか運営の解約なんですけど、まあ、とりあえずこれでね、10回引いていきましょう。はい。もう毎日ね、1万ジェムね、かけることになるんですけど、まあ一応ね、この10回引くことでも、まあそれなりにアイテムが手に入りますと。はい。なので、そんなに損じゃないかなっていう感じです。で、こんな感じで軍事戦術のパッケージにというのが出てきました。で、これが640です。これ640がね、高いんですよ。はい。前はこれもうちょっと安かったので、
はい。ふざけてます。これ48の金枝40、これってね、得のやつなんですよね、確か。はい、640高いですね。ということで、これは多分捨てると思います。で、また10回引きます。はい。で、出てくるアイテム、別にって感じですと。で、このケナパッケージ5400だって、高えよ。こんなん引けねえよっていう感じで。はい。1000個もね、入ってるのめちゃくちゃ、いいんですけど、素晴らしいんですけど、これ5400のゴールド袋って、実質ね、ピンクジェム1万なんで、はい、1万より必要だけど、1万よりは少ないけどか。はい。はい、5400ね、もう無課金じゃ絶対できない、捨てます。はい。で、なんかエンブレムパッケージとかね、ジェリーネックレスパッケージっていうのがここ出てきましたね。はい、エンブレムパッケージ、エンブレム8、145、2160、交換できない。はい、交換できない、捨てる。ミロさん、ラッキーパス15ともらいますよ。福袋ってもしかして絶対もらえるんです。1個。そうなのか。なんか、いきなり2つ手に入ったり、手に入らないことがあったり気がしていて、運なのかなと思ってたんですけど。はい。で、ゲージがね、これ分かりづらいんですけど、これちょっとずつ増えてきましたと。あと、2回引けるんで、エンブレム宝箱、これも多分交換しない気がするから、もう交換し、捨てよう。軍事戦術欲しいけど、640、どうだろうな。とりあえずもう一回引こう。ほら、出なかった。なんかね、出ない時もあるんですよね。10回で必ず出るってわけじゃない気がするんですよね。はい。で、で、また10回引きました。で、今度は、エンブレムパッケージ3っていうのが出てきます。1080、1080。1080はギリギリゲットできない。はい。で、こんな感じで、毎日ね、50回引けるんですけど、そうすると、今日毎日もし50回ずつ引いてるのであれば、250に到達していて、ここからね、ゴールドラッキー福袋が90、戦術の負け物25とかがもらえるということで、このね、お供のやつが美味しいので、はい、それもあって、毎日ね、1万、毎日5000ずつかな。はい、引いてもらうのがね、いいかなっていう感じですと。はい。で、明日なら秘宝ボックス。はい。で、次からね、この100ずつになるので、2日に一遍でちょっと大変なんですけど、ジュエリーネックレスとかね、え軍事戦術素材実践宝箱っていうのがもらえるような感じになってますということで、残りね、今日は終わったけど、6日間あるので、65300で、ちゃんとね、全部引き切れるかなという感じですと。はい。ということで、このね、上の報酬のゴールドラッキー福袋、この辺と合わせて、今の手持ちと合わせてどれぐらい貯められるかな。で、それと組み合わせてどれを買うのが効率いいのかなっていうのを最終的に選ばなきゃいけなくて、はい、私は栄光の金枝欲しいぜなんで、これ交換するかもな、みたいに思っています。はい。で、ここがね、わかりづらいんですけども、ちょっとね、私も今説明してて、これもなんかあんま伝わんなかったかもなと思ってるんですけども、脳死で、左のね、10回を毎日5回回しましょうっていうこと。そうすると上がキラキラし始めるんで、ここから福袋をゲットしましょうということ。で、真ん中埋まってると、もらえない可能性があるので、はい、1個はね、常に空きを作りながら、最終日とか、溜まった時にどれを交換するかっていうのを選びながら捨てていくようにしましょうという感じですかね。はい。で、真ん中のラッキーパス、これはね、はい、チャレンジクエストってやつですごく優しめになってます。この中で珍しいのは、この3回ジェムパトロールを完成ってやつですね。はい、パトロールシステムやめてほしいんですけど運営はこれをやらせようとしますね。はい、3回ジェムパトロールを完成させるというのはね、クエストになっていて、
ちょっと前に出たね、この活躍月間カード、ここのね、一番下にも3回ジェムパトロールを完成させるっていうのがあって、はい、運営はね、パトロールさせるのが好きみたいですね。はい、両方リワードがもらえるんで、一応ね、毎日ジェムパトロール3回ぐらいやるといいと思います。はい、このパトロールで出るアイテム、あまりにしょぼすぎて、なのに、なんていうか、ただただだるくて、しかも、このね、上のパトロールの意味もよくわからないし、これ、何なんですかね。一応、リワード詳細とかいろいろ出てるけど、なんか、緑とか入れるなよっていう感じだし。はい、まあいいや、やめよう。はい。ということで、このね、ラッキーパスのクエストは、特に楽になってます。3回ジェンパトロールが珍しいぐらいで、モンスター1回倒すとか、闇市アイテム1回購入するとか、同盟寄付するとか、通常のね、活躍のクエストのさらに優しい版みたいな感じになってるので、はい。で、これをね、集めると、この祝福値が溜まって、このね、アイテムがもらえますということで、よくあるシステムですね。あ、ここでも100もらえるじゃん。はい。ここからでもね、このゴールドラッキー福袋がもらえるみたいですね。はい。これ、今、レベル18でしょ？これ終わりまでに奥まで行くのかな？まあなんか行かなそうな気がするけど。はい。パッケージをね、購入すると、なんかさらにもらえるみたいなんですけれども。次70でしょ？ 19 でしょ？4日で19。だから、38。なんかギリいかない気がするな。はい。まあまあまあ、全資源ウルトラレアか300がもらえないぐらいだから、うん、研究スピードアップまでいけば到達すれば嬉しいかな。はい。ということで、まあ、これね、忘れがちなので、ここからでもアイテムがもらえるんでね、このクエストクリアするのをお忘れなくというところですかね。はい。ありがとうございます。ラッキーパス、この名前認識してなかったです。はい。ここでももらえますよっていうのを言ってくれてたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そっか、1296ギリギリいけそうなのか。じゃあ、エンブレム100ゲットしようかな。もうエンブレムもね、早く上げたいんですよね。これ取っとこう。640で、次戦宝箱8辛くない？どうなんだろう。まあ、でも次戦宝箱、軍事戦術の宝箱のゲットするね、あれがないからな。はい、まあいいや。はい、そのところでちょっと福袋大激戦ね、なんか、まあ非常に分かりづらいイベントなんですけども、まあ勇気を持ってね、ジェムを、使った方が、得するイベントではあるかなと思うので、毎日ね、50回引いてもらうのがいいかなって思います。はい。なんかこれで思い出したけどさ、最近、長期イベントの2週間目の土日に出て、金土日かで出てくる、将軍引くやつ、あれもね、変わりましたよね。メダル交換が増えましたよね。はい。運営はね、もうなんかひたすらジェムを使わせようとしてくるなって、最近思いますね。はい。いうことで、ちょっとね、説明が難しかったんですけども、まあ、一回ね、福袋大決戦、騙されたと思って、ジェムで引いてみてくださいというところで、そうするとね、あの、なんとなく感覚がつかめるかなというのと、これまで引いてなかった人もね、今日から引くだけでも、序盤はね、ゴールドラッキー福袋もらいやすいので、はい。あとね、見通しが立てやすいので、どれぐらいだから、最終的にこれが交換できそうみたいなね、うまく、中身をね、見てやってもらうのがいいかなと思います。はい。昨日、本当はね、この福袋大激戦、どれが効率いいのかなっていうのを、昨日までメモしてたんですけど、昨日からなんか値上がりをし始め、なんか中身もなんか変わった気がして、もうこれ、あれだわ。どれが総合得とか当てらんねえわって思って、諦めました。はい。ということで、はい。運営のね、サイレント修正が入った疑惑で、ちょっと今は、そんなに美味しくなくなってしまったかもしれないイベントですが、まあまあまあ、もらえるものはもらっておきましょうということで、はい。しっかりね、毎日5000ジェム
を、使い続けることで、一応それ以上のバックはあるかなというイベントなのでね。はい。お試しいただけたらと思いますという感じですかね。はい。で、邪悪なドラゴンと師匠のが帰ってきましたね。こいつお久しぶりですということで、こいつ、毎日ね、50回でちょっとしたアイテムがもらえますので、今日殴るかなどうしよっかな。はい、邪悪なドラゴン3を、倒すと、運がいいとね、なんかアイテムいっぱいもらえる時があるんですよ。はい。なので、今日一回スルーして、明日また殴るかもしれませんね。はい。こっちもね、ドラゴン殴った時の報酬と、あとはそのドラゴンを殴った、総合ポイントみたいなのでね、いつものリワードがもらえますので、お忘れなくやっていきましょう。アニコさん、コンジャルは挨拶されてました。忘れてました。今週もよろしくお願いします。テレビとスマホ、通話型分いいねしました。おお、なんとありがとうございます。まさかの通話アカウントありがとうございます。はい。そんな感じでチャンネル登録を2つしてもらえるととてもありがたいです。そう、1000ね、行きたいよな。はい。で、あと、グロリアリーナがね、復活していますね、ということで、はい。いつも通りね、私は、まあ、10位には入れないけど、30位にはいけるかなというところで、ランキングリワードがね、毎日、最終的なね、ランキングで、リワードがもらえるイベントになっています。で、これさ、引き換えがね、別に美味しくないイベントなので、はい。今欲しいやつをね、私もこまめに交換しようかなというので、先日の巻物あたりをね、はい、交換しようかなって思っています。はい。そのところで、この久しぶりの、グローリアリーナですね。これ、今回のアリーナの主力作戦兵士は、歩兵、射撃兵、騎兵ってなってるんですけど、いつ工場兵器出るんですかね。はい。3回使い回してるかなって思います。3回か ?4 回かはい。はい。ということで、はい。うちのサーバーはね、もう、上位、ほぼ固定なので、それ以下はね、なんか誰に狙われるか次第で変動するかなっていう感じなんですけれども、はい。今回もね、きっと、まあ30以内ぐらいで終わるかなというところで、はい。やっていこう。引き続きやっていこうと思います。はい。まあちなみにね、軍のね、設定のところですね。これ人機の戦力アップをちゃんと参照するような仕組みになっているので、そこをね、気をつけて設定していただくようにね、はい、気をつけてくださいというところですかね。はい。で、次いつ来るかわからないし、別に貯めてもそんなに、魅力的なアイテムがあるわけではないので、はい、必要なものを交換するのがおすすめです。はい。で、ヘカテがね、いつも通り来ていますということで、私はあと資源採集で2ゲットすれば、引けるかな。はい。いつも通りね、2日間しか、ないこのヘカテイベントね、この期間に忘れずに、はい、今日中に終わらせましょうというところ。はい。ちなみに私はね、今回も、ラムネ作戦で、840ポイント、20位ということで、まあ、上位リワードはね、またもらえそうかなっていう感じになってます。はい。これね、1676、これも惜しいですよね。あと4ポイントあればもう1個交換できるのにということで、マリア・テレジア、今回も交換していきます。あ、まだ交換できるのどれにしよっかな。いやー、宝蔵の巻物レアだからこれにするか。はい、こんなところです。あ、マリア・テレジアさ、これで上がるっけ？お、上がるわーい。はい、マリア・テレジアがこれで、星4になりましたね。はい、モンスターを飛ばす際に気鋭の効力が30%アップしますということで、その次だよね。はい、マリア・テレジャーをマックスにすると、モンスターのね、2倍、アイテム2倍排出率が10%アップして、さらに討伐のスタミナがね、5%ダウンしますと。もう、こいつね、そもそも25%ダウンしてるんですよ。で、ドロップ率10%上がってるんですよ。でも、覚醒するとこれやばいですよね。
スタミナ30%ダウンして、モンスター2倍配数数20%になるんで、はい。引き続きね、はい、ヘカテイベントで、マリアテレジャー稼いでいきたいと思いますが、こっからはね、あと5人分必要なので、赤い星5つつけるのね、かなり大変なので、はい、しばらく、まあ、半年ぐらいかかるかなって感じですかね。はい。テュポーンとかをね、いや、まあ、テュポーンは無理か。ヨルムンガンドとかがね、ラムネ出して、ね、攻略できるようになるとね、今溜まってるやつをどんどん、もうちょっと使っていいかなってなるんですけど、今はちょっとまだね、ラムネが必要数があるので、はい。これね、もう、今、だからね、騎兵をね、ちょっとね、重点的に上げようと思ってるんですよね。ヘカテとか、宝族の、宝箱、盗賊のイベントとかもね、楽に倒せるようにしたくて。はい、というところで、ヘカテのイベントです。マヤがまた来てますね。ということで、はい、マヤはね、今日時間あればやろうかなと思ったんですけど、会社も遅れちゃったのでやめとこうと思います。マヤの解説については、概要欄にね、参考になる動画というか過去の配信なんですけども、開けてますので、ぜひそちらを見ていただけたらと思います。はい、巨人の知恵の神殿は、はい、勝ち組です。勝ち組です。なんと、緑を先に当てました。はい、ということで、今回は、いい感じに回っていけそうです。というところで、おしまいにして、和樹さん、ヘカテは怪我しまくりで軍隊の招集の戦略が、わかる。そう。私も、いつもはラムネ使ってたりしてたけど、もう今回ラムネ使う必要ねえじゃんっつってちょうどね、回復スピードアップ期間もいいですよね。そう。回復スピードアップ期間なんですよ。もう資源、消費還元イベントはね、最後に話そうと思ってるんで。そう、回復スピードアップ期間なんで、わざと負傷兵出して、ヘカテで負傷兵出して、あと同盟ボスも負傷兵出して、ここで回復で、この軍隊の招集のね、戦力アップ、ここに当てようと思ってます。はい。今ね、実はね、まだね、今日いっぱい怪我させたんで、病院に埋まってます。そうなんですよ。そう。軍隊の招集の戦力アップはね、回復で達成するのが一番です。はい、その他のところ、同盟ボスがね、いつも通り来てますので、皆さん、同盟ボス、忘れずに、今日、明日だけなので、やっていきましょうというところで、はい、今回は、よいしょ。今のところ、ダメージランキング21位ですね。わーい。ということで、まあまあ、3.6M もあるので、一応、100位にはね、今週も入れそうですかね。なかなかね、50位以上にはいけないので、やっぱり、騎兵をね、上げて、こういったランキングイベントのね、効率を上げたいなというところではございますということで、同盟ボス引っ換えショップ、今2865になりましたということで、今のところね、順調に稼いでいけているので、はい。同盟を移動するときね、もう同盟ボスを最優先で、はい、もう戦場は出れなくてもいいけど、同盟ボスは絶対やりたいということで、はい、これができるタイミングで移動してました。ということで、2月の中旬にはですね、3300貯まりますので、また開封チャレンジしようかなって思ってます。はい、そんな感じ。こっちはいいかな。いいかな。はい。あとはいつも通りですかね。また沈没の神殿が来てますね。とかね。はい。アグロペを出さなければ。で、同盟対決戦もいつも通り。同盟対決戦はね、今週でシーズン終了ですね。はい。で、サーバー戦争も軽く触れておきます。また、あれが来ないですね。名前なんだっけ忘れちゃった。もうアルティメットのサーバー戦争は来ないんだなっていうのと、あれなんだっけまあ、殿堂入りシステム来ないですね。あ、違う。サーバー戦争のバナーじゃない。まだ、それは水曜かな。こっち、サーバー版王の対決。ここで見てもらうとわかるんですけど、今回の、うちのサーバーの相手は1161番となっていますということで、1161は勝てなそうなので、今回はね、やめておこうと思います。なんか、先々週もね、同じようなこと言った気がするんですけども、はい、1161のね、サーバーさんにね、計44さんがいるんですね。なんかシャロンのメジャーリーグがなんかトップになってたような気がするんですけど、この同盟。はい。これね。はい。
ザ・ファイトクラブさんはい。めちゃくちゃ強い同盟さんのようで、はい。K44 がいるんで、もう無理だと思ってます。はい。ということで、はい。今回もね、サーバー戦争はお休みしようという感じですかね。メロコクさんこんばんは。コメントありがとうございます。島永さん、バイキングって毎週月曜だと思うんですが、季節外れの水曜バイキングですね。どういうことどういうことどういうことバイ、バイキング、今週も月火水だと思うけれども、何かもしかしてずれているのかな。一応、うちの同盟はね、昨日から始まっていて、今、ヘルモードのね、32、召喚しとこう。もうこの辺からね、怪我をするから、よいしょ。助けを一応求めて。怪我人のね、調整がしたいからな。明日の残り具合で、自分で殴るかどうかを考えたいんだよな。どれぐらい怪我人を作るか。っていうか、王の対決戦力アップが来てほしいなっていう感じなんだよな。王の対決の戦力アップが来るまでに負傷兵を作っておいて、王の対決戦力アップの時にガッとやると。はい。軍隊の招集がね、あと2日で終わっちゃうんで、戦力アップが金曜に来なければいいんですよね。はい。そこをね、ちょっと見極めながら、病院をうまく埋めながらやりたいんですけれども。12時終わった8時間スピードアップもらえるので、皆さんお忘れなく。で、知らないさん、すみません。そうですよね。いえいえいえ、そういう時もあります。はい。で、この通常イベントのところはまあいいでしょう。今回はサーバー戦争をお休みしますというところ。はい。名刺を召喚は途中でちょっと喋りましたけど、はい。徴兵が来ましたね。ということで、はい。今回はね、参戦系のタイプでしたね。ということで、援軍防御にも使えるタイプで、制約でね、レイドに参加する際の歩兵 HP プラス10%、歩兵の訓練速度がもらえる。なかなかラインナップが優しめ。比較的ゲットしやすいかなっていう将軍になっているので、おすすめですかね。はい。レアなやつじゃないんで、助かる。で、久しぶりに来ました、ホルスのケージ。はい。これね、うちのサーバー1日目お助けだったんですよ。マジで大変で。私34位でしたね。これお助け貯めてれば速攻クリアできたのに、はい。無理でした。はい、今日のね、難攻不落はね、貯めておいたんで、すぐやったんですけど、それでも15位でということでね。はい。久しぶりに来ましたね、ホルス。もう来ないかと思ってました。はい。ホルスはね、もうすでに、内容がね、割れていますので、はい。エボニミキさんとかにもね、書いてあると思いますので、明日何が出るんだろうと、リセット後何やるのかなっていうのをね、確認しながら、するのはおすすめでございます。ということで、まあ、大金持ち、まあ、これもね、予想できますけども、はい、お金のやつなんで、すぐできますね。で、ここですよ。スターメテオライト。スターメテオライト、これ前からでしたっけ？前から交換できたっけ？そう、ナルセス欲しいなと思って貯めてたんですけど、スターメテオライトを貯めときたいなと思って、今回ね、交換しちゃいました、私。はい、ずっと貯めてたんですけど、はい、このスターメテオライトをね、30個交換しました。はい。ホルスなかなか来なかったりする、その安定しないね、イベントかなと思っているので、交換できるときに確保しとかないと、なんかね、スロット来なくなっちゃったじゃないですか。カズギさん、スターメテオライト最初からありましたっけ？じゃあ私の眼中になかったんだ。なんとなんと。いや、そう、文明装備の、まあ、このアップグレードにそのスターメテオライトがね、必要かなと思っていて、今回30交換したからやっとね、交換できるようになったんですよ。はい。これ何かっていうと、フリーダムヒーローケアです。同盟ボスのね、報酬で3300、そろそろ溜まりそうなんですけど、12分の2が外れなんですよ。もうすでに持ってて。
でも、私引く気がしてて、もうこういうフラグ立てるの良くないんですけど、なんか最悪引きそうな気がしてて、スターメテオライト、スタービルド一回できるだけ確保しとこうって、今回ちょっと思って、スターメテオライト交換しました。はい。ということで、はい。同盟ボスそろそろ被るの怖いなというところで、もうナルセス諦めて、ホルスの掲示はスターメテオライト交換イベントと思うことにしようかなっていう今日この頃でございますということで、はい、これね、まだ、6日間かな続きますので、皆さん、頑張って、ね、リセット後、上位になれるように、頑張っていきましょうと。はい。日本人はね、比較的タイムゾーン的にね、少し有利だと思いますのでね、ぜひ頑張っていきましょう。はい。で、軍隊の召集と王の花道は、前回ね、すごく楽になってました。よかった。楽なまんまでよかった。ということで、今回もね、2万人とかで、すぐ訓練できるので、はい。結構皆さん進捗状況ね、もう50以上になってる方多いんじゃないかなと思います。で、新しいドメインもね、どうやら大規模攻撃のクエストクリアやってくれるようなので、はい、今回もね、すべて、70をね、クリアを目指そうかなと思っております。はい。で、王の花道ですね。王の花道は、ちょっとね、前回もう本当にお助けのこの協力試合があまりに大変で、あの終了5分前に完成したっていうのがあったんですけど、今回はね、もうすでに63とかあって、まだね、6日間ぐらいあるので、はい。お助け300回もできそうですね、ということで、はい、王の花道もね、全部クリアして、私はね、あいつを集めてるので、はい、メフメトさんをね、集めてるので、このクリアをね、今回もやっていこうかなと思っております。はい、ということで、実績をね、解除してない方はね、ぜひ、狙ってみるといいかなと思います。ということで、そう、実績の話しようと思ってたんだ。はい、さっきのね、王の花道や軍隊の召集は、この繁栄というところにありますね。はい、10分の1になってます。王の花道はね、とっくに私クリアしてるので、なんか下の方にいるので、やめましょう。はい。で、討伐。はい、これですね。去年クリアできなかったんですけれども、はい、今年でね、クリアしましたということで、年中ハンター3、年中ハンター4、はい、クリアすることができましたということで、実績は2280まで来ました。で、おそらくね、期間中に、まだ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 狩るので、はい。ただね、5がね、まだ500分の314なので、ちょっと厳しいかもしれないですね。はい。ただ、この6、2案6についてはもう500分の467なので、もう勝利は目前です。はい。ということで、ここでね、1年に1回しかこの実績クリアすることができないので、はい。パンプキンもそうなんですけど、パンプキンも大変なんですけど、はい。今この機会に、この実績がね、クリアできるように皆さんね、ぜひ、頑張って勝っていきましょうというところですね。はい。2案5。2案5クリアしたい。はい。そのところで、大好きな実績を増やす機会がね、やってきてやったぜっていう感じです。はい。で、この初回購入の方先に行くんですけれども、名所ホールがね、引き続きやってますねということで、これもね、もう50人になって忘れがちなんですけれども、50以降もね、こいつ、リワードもらえますので、リワードゲットしましょうねっていうのと、霊獣の真珠の霊気がね、先週の金曜日から来ていますということで、これ、チャレンジクエストの、まあ、シーズンとか、レベルコインとかいろいろあるんですけど、まあ、デイリーだけでもほぼほぼいくかなというところですと。で、はい、またね、よいしょ。まあ、来るかな、うん、来ないな。来ないな。はい、ちょっと言い間違えました。この話じゃなかったです。まあ、この1週間の、通常のデイリーのやつだけでも、まあ、基本的にはいくかなと思って、全部、レベル50までね、行くかなと。で、50より上特にないので、別に急いでクリアする必要はないかなと。まだね、今日合わせて7日間あるので。はい。で、もし厳しい場合でも、新中エキスポね、1万だったらそんなに大変じゃないと思いますので、はい。うまくこの経験値にこのポイントをね、調整して、
はい、期間内にね、50までいけるように、この充血の結晶、かなりレアなアイテムなので、これをゲットできるようにするのがいいかなと思います。はい。で、名称ホール。はい。こっちね、こっちね、こっち忘れてた。そう、こっちね、シーズンクエストのところ、もしね、アレスのうちの消費、まだ残っている方は、まだまだ間に合いますので、まだね、16日間あるんですけれども、はい、来週の金曜日からね、またアレスのうちのイベント、還元イベントやってきますんで、そこまでね、無理に使わずに貯めておいてもいいかなっていう感じがします。はい。この名称ホールのやつね、いつもイベント期間長いんで、はい。っていうことを言おうと思ってました。で、激特イベントの話だけして終わろうかなと思ってます。まとめ買い特典は途中で話した通りですかね。はい。なんか5日間買うと、この次戦豪華なアイテムってなってるんですけど、本当に豪華かっていうような、上の内容。なんでこんな外れを入れるんだいっていう下の内容。でも、まあ、大当たりがね、あるだけ下の方がマシかなと思われますが、はい。まあ、こんなイベントがあるようですと。はい。まあ、この辺のところは、いつもと変わらないやつなので、まあいいでしょうと。ところですね。ハンザ召喚だけね、皆さん忘れずに、私はね、よくこの建設7日間スピードアップをね、交換してます。はい。で、黄金の報酬もね、はい。運が良ければね、この特別なリワードがね、先にもらえたりしますので、はい。ちゃんとね、ちゃんと次戦効果の0.1% で当たるってなってますので、はい。毎日ね、忘れずに引きましょうというところ。あとは、騎士の旅。なんか、これ、ためっぱなしで引いてなかったわ、引こう。はい。これね、私、配信で喋るの忘れたんですけど、前回か前々回、天井行く前に150ゲットしました、そういえば。はい。これね、40回まで1個目の限定商品が当たらない場合は、次回は必ず獲得できますということで、基本的にはね、天井でこの150をゲットするイベントだと思ってたんですけど、はい、この0.2%のアレースのうち150、これね、1回引きました。はい、同じ0.2%だったら1000引いてほしいなって思っちゃうのはね、差がですよね。はい。どうせ天井で当たるやつ先に引いてもってなったんですけど、はい。2日目 ?3 日目とかにね、引けて、おお、すげえってなりました。はい。一応ね、0.2% 引けることがあるようです。はい。同じ0.2%なら1000引いてほしいですね。はい。皆さん、ということで、忘れずにね、しっかり引いていきましょう。はい。で、今はスーパー強化です。ということで、強化石をね、使いたい方、装備を強化する予定がある方はね、今このタイミングで頑張りましょうというところなんですけど、はい。私は40万ジェム使って全く効果が得られませんでした。はい。私は調査兵団だったようです。はい。もうほんと嫌い。装備の強化マジで嫌い。そのジェム捨てるぐらいだったらルーンで強化した方が良かったわっていつも思う。はい。ということで、もうスーパー強化ね、はい。クソ辛いイベントなんですけれども、はい。毎回ね、50万、かけても50万って決めていて、はい。もう50万で何の成果も得られなかったんで、もう、はい。今週は強化しません。これで強化は打ち止めですということで、はい。まだね、2日間ありますので、まだ頑張るよという方ね、引き続き頑張ってください。私はスーパー強化嫌いです。エボニーの中でも特に嫌いな分野に入っている。はい。で、ケーキのところはね、今回なんか新しい、なんちゃらさんっていうのがね、増えてますね。はい。私、なんかお知らせに入れたけど別に見なかったな。こいつだ。はい。担当官シリーズじゃなくて、あれか、デバフ、視聴シリーズですね。部隊を率いて参戦する際に敵の射撃兵と工場兵器の攻撃力が40%ダウンし、敵の歩兵の防御力 HP が35%ダウンしますということで、デバフしすぎじゃねっていうね、はい、すごいデバフ能力を持った、将軍でございます。はい。まあ、これはね、多分城の防衛官の補佐に使ってもいいし、市長に使ってもいいしっていうね、はい、いい将軍ですね。強。どうせ、はい、特性のね、4つ目の特性も、マイナ20、マイナ40、マイナ40、素晴らしい。工場兵器を下げるのマジで偉いな。
はい、というところで、また新しい商品が出てますが、ご多分に漏れず、ケーキ10なので、はい、お気をつけください。調査兵団ね。調査兵、もう何の成果も得られませんでしたといった調査兵団ですよね。もう本当にいたずらに人をポンポンしなして。和樹さん、装備強化を目当ての兵種の実数値だった時、そう。そう、私もね、金が出たんだけど、見ますこれも。そう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 、軍さんのね、このコテをね、平安京のコテをね、強化してたんですけど、これだけね、やってて、今回出たの、このフラットの504。違うのよ。これじゃないのよ。でもね、まあ、金だからね、保存するのよ。上級強化したいから。もうさもうさはい、はい、もうね、もうすでに一番下はあったんですけど、はい、増えたのは一応この金のね、これ。でもこれ、ぶっちゃけ違うから、軍さんで殴るときにパーセントバフだから、はい、もうなんだかなってなってました。河合さん、外しで何も残らないスーパー強化、私も嫌いです。もうほんとそう。もう本当に。私そもそもガチャあんま好きじゃないから。確実にもらえるやつが好きだから。はい、ということで、ちょっとこれも参加しとこう。はい、で、お待ちかねですね。お待ちかねなんですけど、ちょっと思ってたのと違うんだけど、ということで、消費還元イベントがついに、噂になってましたけれども、今回のスピードアップから1段増えましたね、ということで、もちろんもうジェムはね、解決できる人は、あんまりいないと思うので、やりましょう。スピードアップ。これまでは、5M がマックスでした。が、1段増えて、8.33333っていうのが増えましたね。はい。1段階、段数が増えまして、よりね、消費して、より報酬がね、もらえるようになったんですが、これね、なんでコピペしたんっていうね。はい。リワードは、220、220オールと、素材がね、200というところで、まさかの、はい、一番最後のと、その1個前が同じリワードっていうね、これまでね、どんどんね、その1段増えるごとにリソースも上がっていたんですけども、同じ回っていうね、ことになってまして、これね、何が良くないかっていうと、これね、2.5M の消費から 5M になるのは 2.5M の消費。2.5M の消費で 220M 分もらえたんですよ。これ、3.333だから1段増やすのに必要なコスト増えてんのに、もらえるリソース一緒なんですよ。つまり効率が悪くなってるんですね。これなんでもうちょっと気持ち上げてよくなかった？ひどくない？ひどくない？さあ、建築スピードアップを見ましょう。建築スピードアップも、これまでは 3.5M がマックスだったんですけど、6M 増えました。単純にね、2倍じゃないのは良かったなと思います。これが 10M じゃなくて良かったなって思います。こっちも 10M じゃないです。7M じゃなかったです。6M です。はい。6M なんですけども、6M なんですけど、はい、これ、また報酬一緒なんですよね。一番最後とその1個前のやつが。はい。同じなんです。これ 1.7M 上げると120増えるんですけど、ここでは 2.5M 使うと120っていうね、損してるんです、めっちゃ。効率悪くなってるんです。っていうね。はい。回復スピードも、以下同文でございますということで、これなんでなんだろうこれバグかな？なんか、もう少しさ、なんか、ちょっと増やしてよくねっていう、そのコストに見合う、そのね、完全比例
してくれとまでは言わないものの、なんかもうちょっと上げてもいいじゃんみたいな感じがして、最初ね、バグかなと思ったんですけど、まあ、数日経っても治らなくて、福袋だけ値上げしてたじゃないですか。もうほんとね、あの優しくないとことことん優しくないなって思いました。丸みたいな感じでしたね。島永さん、私のサーバーの消費還元は JAL さんのサーバーよりなんかしょぼいんですが、あれそうなんです。このリソースって、なんかウィキに、エボニーウィキさんにも書いてもらってるのと一致してた気がするんですけれども、報酬、しょぼいですかね。それはそれで、かなりやばいんですけど。はい。まあ、ジェムとかはね、もうなんか相変わらずしょぼいんであれなんですけど、はい。消費還元イベントの内容はね、なんか変わってないような、前もこんな感じだったような気がするけれども、ちょっと待てよ。今、パッとエボニーウィキさんの消費還元って調べるとね、出てくるんで、実はこの 5M のやつが上がってたりすんのかな。もらえるリワード、スピードアップ。いや、やっぱり前から 220M ですね。エボニーウィキさんのサイトを見たときの、5M 消費でもらえるのは 220M オール。なので、やっぱ変わってない。はい。まあ、ちょっとね、1段増えたのは嬉しいですよ。1段増えたのは嬉しいんですけど、還元率下がるのひどいなってちょっと思いました。しゃあないさん。お疲れのようで。遅くまですみません。そろそろ終わります。神さん、みんなで苦情申し立てましょう。いや、本当ですよ。もうふざけてます。宮本さん、真珠の霊気イベントはコンスタントに来ますが、真のお得な育成はもう来ないということなんでしょうか。いや、私はまだ信じてます。消費還元イベントは今回上がったじゃないですか。で、これスピードアップだけじゃないと思うんですよ。資源の消費還元こそさらに、みんなが求めてたやつ、20B なんて一瞬で達成するので、はい、私でさえね、計39にする時でも、なんかもう 23B とか一撃で消費するんですよ。はい。だから必ず、来週の金曜日から来る資源の方の消費還元イベントも、リワードが上がると思います。ってなった時に、おそらくドラゴンの育成のやつも、ドラゴンと真珠の育成に変わるんじゃないかなって思ってます。はい。まあ、完全に希望だけの、私のね、希望、期待でしかないんですけども、で、逆に言うと、そう、真の超お得な育成、真珠まで含めた真の超お得な育成のクエストの条件、消費条件に重血の結晶があったんですよ。それをクリアしやすくするために重血の結晶今配ってんのかなって私は思っていて、重血の結晶を今ちょっと貯めてます。はい。この前クマが出た時にね、使ったんですけど、はい。ちょっと貯めてます。言い過ぎで。はい。クマが出た時にね、クマがね、こいつ資源の生産力アップっていうのを持ってるから使ったんですけど、今ね、心を鬼にして貯めてます。本当はこれ上げたい。すべての資源の生産力も攻撃の射撃兵の攻撃力もめちゃくちゃ上げたいんですけど、心を鬼にしてこれ貯めてて、来週の金曜日、ワンチャンあるんじゃないですか。超お得な育成。真の超お得な育成になって帰ってくるんじゃないかなって。はい。資源の消費還元イベントも良くなる。超お得な育成も良くなるっていうのがね、期待してます。はい。これね、スピードアップだから、その、そんなに爆発しないかもしれないですけど、これ資源の消費還元で 20B から 40B とかになったのに、ここコピペだったら無事切れる人続出するんじゃないかなって思ってるんですけど、どうですかね。はい。まあさすがにね、20B じゃなくて 20B、30B とか刻むかなとか思ってるんですけど、でも多分計40超えの人たちってもう多分 40B 消費とかだと思うんですよね。はい。だから、1段どころか2段増やすとか、なんか工夫してほしいなっていうところだし、はい。これ、スピードアップだから、まあギリ
って感じだけど、これ資源の消費還元でこれと同じような増え方だったら結構えぐいなっていう。本当に支援する気あんのかっていうね。一応、お知らせにね、書いてありましたよね。皆さんがより育てられるようにっていうのね、書いてあったんですよ。よいしょ。どこだっけな。どこだっけな。どっかにね、あげましたって書いてあったんですけど、ないや。私、お知らせ、なんか保存ミスってるな。文明の単位割引、まとめ買い特典、文明カード機能更新、これだ、新バージョン機能更新について。でも、あれついとるやん。はい。やべえ、もう一個忘れてた。トレジャーハント宝箱と同盟トレジャーとリワードアップグレード。トレジャーハントってなんだっけ。宝探しの地図のやつか。これ王城の話して終わろうと思います。すいません。消費還元イベントの新段階の追加ね。はい。王城発展を支援するため、消費還元イベントの新しいタグを追加しました。対応する資源を調子することで、消費還元のリワードを獲得できますね。はい。王城発展を支援するためですよね。足らないです。もっとよろしくお願いします。魂の共鳴ね、ちょっとよくわかんないです。はい。で、最後、王城のところを見て、てかね、これね、王城云々じゃないんですよ。これさ、フィールド触った時の、これね、変わって、減ったんですけど、これしばらく慣れないですね。この転移の位置がさ、転移の位置が、これなんでブックマークなくしたんですかね。前まではね、モンスターにブックマークが貼れたんですけど、モンスターのブックマーク、そう、モンスターじゃない、そう、途中もブックマークあったんですけど、それがなくなって、そう、転移と占領だけになって、これしばらく慣れないですね。これちょっと慣れるまでに時間かかりそうです。未だにミスります。で、肝心の王城のとこね、ここでね、防衛感を変えられるようになったとか、エンブレム触れるようになったのは非常にいいと思うんですけれども、なんかここもね、変わって、慣れないですね。慣れないですね。もう祝福消してもいいんだけどな、個人的には。モッカさん、エボニーは現場分かってない。いや、そうなんですよ。いや、一応ね、やってたらなれるかとは思うんですけど、これなぁ。これ、都市のバフとか、別にここからできるから、なんでここ残したんだろうなとかね。どうせ消すなら消しゃいいのに。これ、祝福の位置とかさ、すごく押しづらくなったんですよね。エムでもいいかな。そのせいで、そう、粉属勢にとっては君主の情報を消されたのか。そう、君主とね、そう、粉属って左側のこのボタンが押せない、戻るになっちゃうせいで、粉属の時ってここから君主の陣地変えてたんですけど、わざわざ城に入ってね、で、こっから変えなきゃいけなくなっちゃいましたね。そう、まだ粉属来てないですけど、はい、粉属のね、操作感もね、変わりますよね、これ。ヒドラだ。うーん、本当に触ってないから変えたのかみたいなのが、そう、私はね、そんなに粉属を、やらないので、粉属は工場兵器のみだからいっかって感じですけど、ガチ勢の人にとっては結構死活問題ですよね。めっちゃ手間なんで。違いました。事件は現場で起こってるんだ。霧。懐かしい、青島。はい。ちなみに、これエンブレムの変更いつからでしたっけ。エンブレム、いつの間にか変わったんですけど、エンブレム、一気に変えられるようになったらいいですね。はい。これ、皆さん知ってました？私、この前気づいたんですけど、土曜日、日曜日あたりに気づいたんですけど、これね、今ね、すべての兵種が1に設定してるんですけども、これ2に設定しようとするときに、すべての兵種のエンブレムを1に切り替えるっていうなんかね、チェックボックスがついてて、これ、はいってやると、全員2に変わるんですよ。これね、私みたいに、1は攻撃攻め、2は防御攻めみたいな、こういう溜め方をしてる方にとってはめちゃくちゃ良くて、騎兵だけね、モンハン用 PVP 用ってずれるから、ちょっと騎兵だけ考慮が必要なんですけども、はい、
今までね、この切り替えが大変だからって、染めてなかった人、ハイブリッドだった方もいると思うんですけど、私はね、この全兵種の能力値アップ見過ごせないかなというので、染めるのを使ってて、結構この切り替えこまめにやっててだるいなと思ってたんですけど、ここからエンブレムで一気に攻撃だーっつって変えられるのは、ちょっといいなってなりました。はい。エンブレムだけいい変更ですね。これいつ変わったんだろう？今回なのかな？はい。ちょっとこれね、全然気づいてなかったんですけど、あれなんか変なチェックボックスあるってなってて。はい。これ、これね、いい機能です。はい。エンブレムを城の外からやれるようになった。防衛艦からやれるようになった。ここはいい。はい。援軍がここから見れるのもいい。ただ、都市のバフは別にこっちでよかった。はい。祝福邪魔です。ブックマークに追加も、ブックマーク追加ね、自分の城ブックマークすることないなと思いつつ、いや、悪くはないか。やめよう、やめよう。はい。ということで、はい。軍の詳細さ、これ見ることはあるのかな？私見ないんだけど、病院見るけどな。このスクロール、軍の詳細をここで見せたいんだったら、タブとかにして、あの、スクロールをこんなにやんなくていいようにしてくんないと、ぶっちゃけ意味がないんだけど、はい。まあいいや。はい。軍の詳細不思議なんだよな。自分の城ブックマークは帰るとき楽です。あ、なるほどね。なるほどね。私はもう大体、飛ぶ場所決めてるから普段、資源用に投げてる。あ、もういなくなってる。はい。ところに飛ぶから、サーバー戦争の時とかも、ね、同盟とかも、この敵から飛べるようにしてるから、なんかあんまり使ったことないけど、まあでもそう、使う人もいるだろうな。いや、軍の詳細意味がわかんないな。これ使うのかな？なんか、回復も外からできるから、まあ悪くはないのか。はい。アニーさん、エンブレムの仕様変更気づきませんでした。ありがとうございます。ね、エンブレムの仕様変更いいですよね。で、染めることに意味が出てくるので、はい。ぜひね、1は攻撃を、2は防御よ、みたいな感じで、染めてあげると、この、セットバフがね、効くようになりますので、おすすめでございますということで、はい。これはね、ジャルドクでしたね。はい。さあ、ところですいません。なんだかんだで結局長くなってしまいました。よし。とりあえずね、ヒドラエピックだって、ヒドラエピックだって参加する。はい。で、参加してるからね、もう本当にスタミナがボンボンなくなっちゃって、やばい。スタミナがボンボンなくなるので、ナサニエル・グリーンの重要度が上がった。はい。今日は、ニアンの話と、この資源の還元イベントがね、大きな話題だったかなとは思います。この資源の還元イベント、新しいね、段が増えました。本丸は資源の消費還元だと思っているので、はい。スピードアップはね、って若干思いましたけれども、はい。来週金曜日に来る資源の消費還元はどうなってるのか、はい。そこで、ね、しっかり見ていきたいなと思います。ちなみに、スーパー強化の次は戦術強化です。みんな大好き軍事研究所の研究がね、金曜日からできます。スピードアップの期間と被ってるめちゃくちゃ育成しやすいタイミングなんで、しっかりね、軍艦の、装備、軍事研究を、上げていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、もう一個大事なのが、そう、福袋ね。はい。福袋複雑なんですけども、真ん中には最終的に買えそうなやつだけ残して毎日引く。はい。それだけね、覚えておいてもらえればいいかなと思っています。はい。で、そんなわけでですね。はい。このイベントは、あといくつ続くんだい？ 6 日。はい。6日と16時間。はい。続きます。ニアン。ニアンって言ってニアンが見当たらんけど。いた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 。しかもレベル6だ。レベル6共有されてる？共有されてない。共有しとこう。はい。ニアンがね、はい、この1週間、これから、出続けますので、しっかり、ニアンをね、
尽くしましょうと。まあ残念ながらね、高レベル2案からハンターラッキーボックス出ないんですけど、まあその代わりにね、このお祝いサプライズギフトが出るようになってますと、これ毎日35個です。書いてないけど、毎日35個しか落ちない。けれども、はい、35個毎日ね、集めて、この美味しいね、リワードをね、ゲットしましょうと。はい、もう非常に美味しい、非常に美味しい、モンスターですので、この機会にね、ニアンをたくさん買って、君主レベル、名声ランキングしっかり上げてもらいつつ、資源も、スピードアップもね、回収していきましょう。はい、そんなところで、この1週間はね、ちょっと私寝不足になりそうだなと思っておりますが、この、はい、引き続きね、頑張っていきましょうということで、またね、来週は、まあ、どうだったよっていう話をね、しようかなと思ってます。はい、ということで、これからね、ニアンの宝箱を35個を集めなきゃいけないんで、これから、はい、いつもの通り、プリズンブレイクを見ながらニアン狩りに走っ繰り出そうと思います。はい、そのところで今週もありがとうございました。スタートが遅れてね、そのまんま、配信が終了するのも遅くなってすいませんでした。はい、また来週もね、火曜日、来週もちょっと忙しいんだけど、まあ多分10時からやれると思う。来週こそ10時からやれると思いますので、はい、よかったらね、また来週10時からの配信も、ご参加いただけたらと思います。はい、ということで。はい、それでは今週も、ありがとうございました。またね、来週も、エボニー配信予定してますので、よかったらご覧いただけたらと思います。ラジオ代わりにぜひどうぞ。ということで、また、チャンネル登録や高評価をして、次回の配信をお待ちいただけたらと思います。それでは今週もありがとうございました。おつちゃる様でした。